皆さんこんにちは、加工鉄です。ということで、私は今佐賀県唐津市の西唐津駅、唐津線の終着駅にいるんですけれども、本日はここからあなたを壱岐島へお連れいたします。神秘的な謎多き島壱岐島、2泊3日の旅、あなたとしていきたいんですけれども、ここから歩いてフェリーターミナル唐津東港まで行きたいと思います。今回も何卒よろしくお願いいたします。西唐津駅、ここから歩いてだいたい20分くらいで、フェリーターミナル到着となります。壱岐島って歴史がめちゃめちゃ古くって、魏志倭人伝、中国の三国志の中に出てくる魏志倭人伝っていうのにもう書かれてるんですよね。壱岐の国っていうところがありましたみたいな文面に残ってるんですよ。魏志倭人伝書かれたのが3世紀ぐらいだったので、それほど歴史的な島ということなんですけれども、古事記の中ではイザナギとイザナミ、国生みをするときに5番目にできた島だったっけな、8個の国ができてるんですけれども、8つの中で唯一壱岐島だけ雨の一つ柱っていう別名呼び方をするんですよ。そう、柱ってつくんですよね。だからその壱岐島は神々がいた高間ヶ原と地上の国を結ぶこの天からつながる柱があったんじゃないかみたいな、すごくね神秘の島とも呼ばれています。ここに来るまで唐津の駅前のカフェで朝一から何を思ったのか、マロンパフェ、栗パフェをいただいたんですけれども、さすがにパフェだけだとお腹空きそうなので、なんか飲食店を探してるんですが、あんまり駅前にないですね。やっぱり唐津駅に集中してる感じで、さっき1店舗見つけたんですけど休業中だったので、今ね目の前にセブンがあるんですよね。でフェリーターミナルにちょっと売店なさそう、あるのかな、わかんないけど、もしフェリーターミナルまで歩いて行って何もないってなると、壱岐島を渡るまでフェリーの中で売店とかあんのかな、どうなんでしょう。だけどちょっと心配だから、セブンで何かしら小腹を満たすものを買っておいた方が良さそうだな。もう唐津駅が大きくて、西唐津は終着駅だから何もないのかな、こじんまりとしててと思ったんですけれども、住宅がたくさんありますね。しかもなんか道も結構綺麗、こんな感じで全然なんかポツンとした駅舎っていうイメージだったんですけど、奥には車両基地っぽいところもあって、お汽笛が全然賑やかですよね、この辺りね。あそこにセブンがあるんですよ。よいしょ、セブン寄っといた方がいいな。はい、ガバイ整体院、そういえばなんだっけ、佐賀のガバイばあちゃん、なんだっけ、ありましたよね。ガバイってこっちの言葉なんだな。佐賀県でどういう意味なんだろう。もう唐津湾が近くてですね、あとは玄界灘になるのかな、対馬海流の暖流が昇ってくる玄界が近所にある場所でもあるので、風がちょっと強めなんですけれども、それにほのかに潮の香りがして、ああ港町に来たんだなという感じがします。一軒一軒のお家めっちゃでかいんだよね。すごいでかくない？なんか一つ一つお宅がめっちゃでかい。ここら辺はやっぱイカ漁なのかな、漁師さんで潤ってる町なんでしょうか。矢印で唐津港出てますね。こっちに右手に歩いていけばいいんだな。その前にセブン。もうおせちの上りがおせちの季節なんだ。全然暑いけどな。今日下ノースリーブのタンクトップ、違う、ノースリーブのニット着てるんですけど、ノースリーブのタンクトップ同じやろ。全然暑い。買いました。コンビニなのにそんなに丁寧ってぐらい接客がめちゃくちゃ丁寧だった。ありがたいですね。なんかせっかく佐賀県に来たのに飲食店がなくてコンビニっていうのもちょっと虚しい気もしますが、まあ旅先でどこにでもあるお店に入るっていうのもね、
その土地感が一番わかると思うので、そういうのも割と嫌いじゃないんですよね。だからスタバとか、スタバはちょっとあれかもしれないけど、スタバとかミスドとかご当地のその店に入るっていう、みんなの居酒屋、雰囲気いいな。コンビニもね、割と全部同じじゃなくて、かなり地域で特色出るんですよ。ところによってはフランチャイズでさ、オーナーがなんていうの、その買い取って経営してるみたいなところだと、コンビニの中でも野菜売ってたりとかして、さっきのセブンでもあったんですけど、佐賀で採れた梨とかお茄子とかみかんとか売ってて、ちょっと面白かったですね。で、お酒とかも結構ラインナップが黒霧島置いてたり、こっちの酒造のお酒置いてたりとかするんで、何気ないコンビニにパッて立ち寄ってみるのも結構面白いです。そう、唐津駅の裏側まで来たんですけど、めちゃくちゃでかい転車台があるな。こんな転車台まで残ってんだ。あと敷地すごい広いですね。これ車両倉庫、列車が入ってます。で、セメントなのかな、もうトラックがね、ここら辺はバンバン走っていて、下もちょっと白くなってるのは石灰とかが運ばれていくんでしょうかね。港が近いから輸出入、搬入搬出っていうのが多いのかもね。めちゃめちゃ石流れてると思ったら発泡スチロールだった。すげえ、なんであんな石流れてんだと思っちゃったよ。ここら辺やっぱお魚屋さん多いのかな。なんか発泡スチロールがめっちゃ流れ着いてるの不思議な光景。ここのバス停の名前は海岸通りだそうです。あ、そうだね、魚市場あるもんな。魚市場あるだけあって、多分梱包材とかがいろいろ流れ着いちゃうんだろうな。こう海につながる内川みたいな感じ、こう運河っぽくなってるんですよ。この上に住宅が建ってたりとか、結構ね面白い。あ、野菜売ってる。ここはラーメン屋、あ、美味しそうだな。ラーメン、餃子、ひふみ屋さん、美味しそう。ちょっと入ってみてもよかったかもな。まあ夜は壱岐島でいっぱい食べたいんで、胃袋が何個もあればいいんですけどね、そんなに食べられないからさ、壱岐島のためにキャパを開けておきましょう。ここは佐賀牛。街を歩くと新たな発見もあって面白い。ここも旅館なんだ。壱岐屋、旅館壱岐屋。壱岐島近いからかな。あ、ファミリーマートもある。こっちの方面にずっと行くと港なんですが、これいや、もう10キロのリュックを背負って渡る歩道橋っていうのはなかなかしんどいもんがありますよ。はい、やっと登った。こっちに行くと波戸岬、呼子とかの方ですね。はい、よいしょ。あっちが駅の方面かな。この目の前に見えてるのが何の工場かな。セメント系なのかな。よいしょ。こっちの方に来ちゃうと本当になんもないね。だだっ広い道が広がっているだけで、唐津の駅前にはタクシーたくさん止まってるんですけど、西唐津は何もないので、バスロータリーとかもなくて、バス停があるだけなんですよね。で、結構歩きます。20分って割と歩くんで、タクシーで、バスがねそんなに本数出てないんですよ。確かないのかな、バス確かなかったような気がするな。なんで歩くかタクシー使うかなんですけど、タクシーが全然捕まらないから、もし唐津から壱岐島に
行くっていう人はあんまいないかもしれないけど、博多から行けちゃうからね、すぐジェットフォイルで。でももし唐津から行きたいよっていう場合は、西唐津駅じゃなくて唐津駅でタクシー拾っといた方がいいかもしれないですね。あー、開けてきた。あー、いいね。ここは唐津港湾合同庁舎だから市役所、唐津港湾合同庁舎、保安部長、自衛隊系、お国の仕事系、市の仕事系かな。こっちは西唐津公民館、綺麗なんだよね。本当に唐津の街って古めかしさもありながら割と整備されてて、建屋だったり住宅も新しいところが多くってすごいね、綺麗だから。それだけ住みやすいっていうことですよね。つまりは綺麗に整備されてて新しいお家も建つってことがね。ちょうど1年前私7つ星乗車したんですけれども、その7つ星のクルーの方もね、1名唐津出身で僕っておっしゃってましたね。いいとこですね、唐津。その時から、前からずっと唐津くんち見たいなと思ってたんですけど、やっと来れました。いいところ。こんな綺麗な公園まで整えられて、で私が乗るのはあれかな、よいしょ、壱岐号、船に乗って壱岐島目指します。予約はしてないんですけど、全然当日で空きはあるかと思います。古代ロマンへ原の辻遺跡なんていう壱岐のアドトラックみたいなのも走ってましたね。公衆トイレだってこんなに綺麗に整えられてるのよ。はい、来ました。フェリー発着所。よいしょ。暑いな、本当に暑い。もう下ノースリーブのタンクトップですけど暑い。ノースリーブのタンクトップってなんや、2回言ったけど。松原が綺麗な松原。唐津の奥んちのね会場も今朝見てきましたけど、西の浜の松原もすごく綺麗に整えられてましたね。なんでさ、松って海岸に立つの？そこら中に松原ってあるじゃん。敦賀とかもそうだし、高知の方とかも松原ありますよね。海岸に海があるところに育ちやすいのかな。来ました。フェリー乗り場です。客室は特等とかは特にないと思うんだけど、普通に2等のなんか雑魚寝みたいなご座敷みたいなのとか、あとは普通の椅子みたいな席になってんのかな。壱岐運輸、みんな壱岐からの、だから壱岐に物を運んでるんでしょ。食べ物とかそういうの。バスあるんだな。でも本数がめちゃめちゃ少ないんだ。ということで予約はしていませんが乗船手続きしようと思います。よろしくお願いします。よいしょ。1時20分の行き来の1人お願いしたいんですけど、片道で25分。はい、ないです。はい、ありがとうございます。3階からだそうです。3階。はい。3階から乗り込みます。2等、2080円です。多分普通の椅子席みたいな感じなんでしょうかね。特に何も説明受けなかったけど。
ということでやってまいりました唐津東港。東があるっていうことは西側にもいくつか港があるんですけれども、旅客船を扱っているのはここのみとなっています。西唐津駅から歩いてだいたい20分から25分くらいですかね。結構体感歩いたなっていう感覚がありますので、もし唐津から壱岐島渡りたいという方がいらっしゃれば、唐津駅でタクシー拾っちゃった方がいいかもしれません。バスはそんなに本数がありませんでした。そして乗船待合室、中には売店がありまして、お土産だったり飲み物は充実していますが、食べ物の種類は少し少ないかなといった印象を受けました。そして船の中にも自販機はありますけれども、売店はなかったような気がするので、これもね、事前に買っておくのがベストでしょう。こんなゴザのお部屋がありがたい。よいしょ。港にも唐津くんちのピンバッジ1つ220円って結構破格ですよね。14種類すべてあったので全部買い占めてもよかったんですけれども、荷物になってしまいますので、どれか1種類選びましょう。ちなみにタイヤマだけ完売していました。残念。これタイだけないんですね。そうなんです。売り切れ。タイだけやっぱ人気ですよね。タイはね。そうなん。次に人気だったのがこれですね。シャチ。でも青獅子。地元の方はその山を見て買われたりするんですよね。そうですよね。好きな推しの色があったりしてですね。青獅子がすごい今回かっこよかったな。そうなんですね。やっぱりそれぞれ好みがあります。あるんですよね。かわいい。あれかす漬けが名物なんですか？そうです。もともと呼子っていうところでですね、江戸時代捕鯨があっててですね、でそれで有効活用しようと思ってクジラの軟骨油骨っていうと前の方のですけど、それをかす漬けにしたところから始まりなんですよね。で歴史が古いんです。面白い。そうですね、地元の方にとってはもうポピュラーな食べ物なんですけどね、こちらでは唐津の方では旅館なんかの朝ごはんに出されるところもあるって聞いてますね。そうなんだ。はい、佃煮代わりにですね。お酒のつまみだったり松佃煮ご飯にかけて楽しそう。ちょっといただいてこうかな。ありがとうございました。この氷もこっちでしか見ないですよね。袋の氷。会社がある。こっち地元の方のなので、ちょっと関東とか行かれたりしたら懐かしいって言って買われる方いらっしゃいますね。かき氷袋に入ってるって聞いたことあるんですけど、こういうなんかどういうことなんだろうと思ったんですけど、こういう感じで売られてるんだなと思って。かき氷はですね、あとそのブラックモンブランとかは竹下製菓って佐賀県の方にですね、工場が竹下製菓があるんですよね。ブラックモンブランも聞いたことあるな。そうでしょう。ブラックモンブラン有名ですもんね。あとその虎吉とかここら辺も全部その同じ竹下製菓なんですよね。面白い。懐かしくて買われる方多いですね。今松浦漬けは注文中で、今日午後には届くんですけど、缶も売り切れて、ちょっと連休中に売り切れてしまってですね。もともと発祥は松浦漬けなんですよ。創業明治25年の歴史が古いんですけど、その後こっちで玄海漬けっていうのができまして、近くの方でですね。で酒粕の味が若干違うんですけど、お値段はこちらの方が若干お安くなっています。これもクジラの。そうです。これないんですけど、クジラのここの部分、クジラのかぶら骨っていうここの部分のですね、これがクジラの軟骨なんですけど、それに酒粕漬けで味が若干違うんですけど、一応缶詰は常温でも大丈夫なので、陳列の関係でここに置いてるから。なるほど。もしお買い上げいただけるようでしたら、缶詰でしたら一応常温でも大丈夫ではあります。じゃあ缶詰を一つ。はい。ありがとうございます。あとは船の中ってもう売店ないですもんね。そうなんです。右側にあるコカ・コーラの自販機だけはあるんですよ。なるほど。飲めから入れたこっちのカップで出るコーヒーとかが良ければ、ここで直前に買っていかれたりされますね。わかりました。あと念のためアルコールもありませんので。そうですよね。これどこじゃ青獅子も。ありがとうございます。220円。現金だけですか？よろしいですか？はい、大丈夫です。買わせていただきました。こちら玄海漬け、クジラの骨、軟骨をこうかす漬けにしているやつらしい。缶だったら常温で大丈夫なんで、ちょっとこれ開けちゃうとね、全部食べなきゃいけないから船の中でって思ったんですけど、船の中で食べようかな。でもちょっと
これ奥んちですね。青獅子がすごく迫力あってよかったんで青獅子買ってきました。これピンバッジで220円ってだいぶ安いけどね、だいたい500円以上はするから。ただタイはやっぱ一番人気でタイだけ売り切れちゃってるみたいですね。玄界灘はクジラの回遊路で江戸時代後期から昭和の中期くらいまでずっと捕鯨が盛んに行われていた場所だったんだそうです。クジラは捨てる場所がないとも言われ、食用だけでなく工業原料としても利用されてきました。クジラの骨やヒゲは工芸品や道具に加工され、油は燃料、農薬、洗剤などに活用されたそうです。しかしかぶら骨と言われる上顎の歯を支える軟骨部分のみ加工できず、味もなかったためずっと捨てられていたんですけれども、これ粕漬けにしたらうまいんじゃないかってことで始まったのが松浦漬け、後に出てきた玄界漬けだったんだそうです。この松浦って字なんですけれども、呼子がある方が東松浦半島と言われていてですね、伊万里の方にも松浦湾とか言われる場所があるので、ここの地名から来ているんだと思います。古くから玄界に面する長崎県や佐賀県ではクジラが食べられてきたんですけれども、1988年から日本での商業捕鯨は禁止されています。だけど2019年に再開されているんですね。昨日も唐津の居酒屋さんでクジラ肉いただきましたが、この捕鯨が禁止されている間のクジラ肉って輸入品を使っていたんでしょうかね。詳しい方いらっしゃいましたらすごく気になるので教えてください。すごい。誰に刺さるかわからない過去鉄の買ってきたもの紹介。1品目特茶、こちらで全てのカロリーをゼロにしていきたいと思います。そして粕漬け、売店でね、念のためアルコール船内にはありませんのでって言われたんですけれども、若干二日酔いでフェリーの上厳しすぎるってちょっと怖いって、それはっていうことでノンアルでいかせていただきます。ヤクルト1000は体調ね、そこを気をつけていきたい。そしてイカ昆布、呼子に行けなかったんですけれども、ちょっとでもイカを感じていたいということでイカおにぎりとシャキシャキレタスのサンドイッチ購入させていただきました。なんと統一感のないお食事、これでいいんですよ。これもね、旅の醍醐味ですから、いろんなところをテクテク歩いて、行く先に食べ物屋さんが見つからない、仕方ないからその土地のコンビニに入る、これだって立派な旅です。それだって立派な思い出になるということで、売店で購入させていただいたおからつくんちのですね、青獅子様をバルーンフェスティバルのピンバッジの隣にぶっ刺していこうと思います。平日ということもあり船内空いていました。この椅子席を3つ使ってベッドにしているお客様も何人かいらっしゃいましたがね、もしかしたら雑魚寝ベースより快適なのかもしれません。ここでグイッとヤクルト1000、皆さん風邪とか大丈夫ですか？私はちょっとね、喉が痛くなってきましたね。インフレとか気をつけてください。出港5分前、出港5分前。ご乗船のお客様にご案内いたします。本船まもなくインド事項向け出港いたします。客室内にお見送りのお客様いらっしゃいましたら、至急下船されますようお願いいたします。本船まもなく出港時間となっております。お見送りのお客様いらっしゃいましたら、至急下船されますようお願いいたします。船が動き始めましたので、進行方向が
こっちなんですけど、船はね後ろ向きに出てるんですが、多分こうぐるっと回って位置方向を変えてあっちの方に進むんだと思います。おー、ありがとうございました。唐津楽しかった。唐津くんち、唐津城見えてますね。またの機会に行きたいと思います。で、あれ何なんだろう、ベンツがいっぱいあるなって思ってたんだけど、風力発電かなんかの機械なのかな、不思議。唐津から駅までは結構小島がねポコポコポコと何個かあるんですよ。高島、あれ目の前に見えてるやつが高島かな、高島で、これが多分鳥島、高島と鳥島だと思います。今日の朝、前回の動画になってると思うんですけど、唐津くんちのお祭りの場所になってる西の浜っていうところ、あそこ行ったんですよ。その唐津城のすぐ下にある砂浜みたいなところあるじゃないですか。あそこちょっと松原見えてますけど、あれが西の浜ですね。今朝行ったところ、そこからこの直線上に鳥島と高島が重なってよく見えました。で、船がぐるっとこう旋回して進行方向をこのベンチの向きこっち側にして、高島の脇に堤防あるじゃないですか。あの堤防から抜けて壱岐の方面に向かうと。あっという間にフェリーターミナルからおさらばです。ありがとうございました。ぐるっと回って進行方向ベンチの方向になりました。で、今高島のあっちの方に見えてるのが、まっすぐ行くと九州の福岡の糸島とか糸島の方面だと思いますね。あと姉子の浜とか、駅でいうと鹿島だったっけな、筑肥本線の駅があります。早いなフェリー、すごい進むのが早い。もう高島こんな近くなっちゃった。で、今遠くにポツッと浮いているあそこの島が姫島。姫島ですね。で、ぴょこっと奥に出てきたのが相賀の浜、相賀漁港っていう言い方で合ってるのか分かんないけど、相葉ちゃんの愛にお正月じゃなくて画商の画で相賀、はい、堤防を抜けていきます。わっ、近い鳥島、あっという間に抜けちゃいました。唐津城もよく見えます。鳥島は無人島なんだな。うん、無人島ですね。で、西の浜、ちょうど今朝いたお祭り会場フェンスのところが見えますね。鳥島過ぎてあちらが高島です。ちなみに高島へ行くフェリーは出てません。唐津漁港からは。フェリーも楽しいな。ずーっと見てられるな。1時間45分くらいで壱岐の島には到着いたします。結構階段が急なんだよね。よいしょ。フ
フェリーって早いですね。出港から10分程度、あっという間に堤防を抜けて今は高島の隣を泳いでいます。この高島、人口は200人に満たないとても小さな島なんですけれども、この中に宝が当たる神社と書いて宝当神社というものがあり、ここ名所なんですよね。なんでかというと、そう、画面の前のあなたも大好きな宝くじ。これ小さな島なんですけれども、この島の販売所で宝くじを買った方に高額当選者の方がバンバン出たっていうことで、累計7億円ぐらい当たってるらしいんですよね。すごいことですよね。宝くじで100万円以上が当選するのって 0.00025% とか本当にわずかなんで、もう宝の島なんです。そんな噂を嗅ぎつけて全国の夢見る大きなお友達がですね、この島で祈願をして宝くじを買って去っていくと。島の至る所で祈願グッズも売られているみたいです。陸続きの唐津市大岡や港町地区を越えた先、ポコッと浮かんでいるのが神が集まる島と書いて柏島です。人口は250人程度のこちらも小さな島です。島の中には住吉三神を祀る神社があります。この神様、日本神話から簡単に説明すると、神産みを行っている最中死んでしまった妻のイザナミを追いかけて、イザナギが黄泉の国に向かいます。そこから帰ってくる最中に水で清めた体から生まれた3つの神様です。古事記では大和武の次に女性の神宮皇后のエピソードが入ってくるんですけれども、この皇后が住吉三神から朝鮮半島の新羅を攻めなさいとお告げを受けます。そのため三冠征伐、朝鮮出兵に向かうんですけれども、その時の海の安全を願ってこの島に神々を集めたことから、この島の名前が神を集める島、柏島となったんだそうです。佐賀県と福岡県の間を船で進みます。反対側の窓に見えてきたのは姫島。こちらは福岡県の糸島半島の先っぽにある小さな島。人口は100人程度で、高島より柏島より人が少ないです。定期便は九州本土から1日4往復出ていますが、自動車を運ぶことはできません。船が結構揺れ始めましたね。若干二日酔い抜けてないんで気持ち悪くなってきました。売店でビール買わなくてよかった。で、今目の前に見えているのが神が集まる島と書いて何島っていうものか分かんないんですけれども、人がいるんですよね。で、目の前に見えてる学校みたいなやつ、あれおそらく中学校だったんですよね。今は使われてないみたいで、さっき調べたんですけど Google マップで廃校跡があるんです。で、奥に見えているのが高島かな。さっき通ってきたところもうこんなに来ちゃったんですね。なんかいろいろ島調べてみたら、万葉集にも出てきてるのかな。なんかその万葉集の歌の日が立ってたりとか、あとは購買部っていう島の小さなスーパーマーケットがあるんですけれども、なんかそこもね、写真で見たらめちゃくちゃ風情のある小さな島でしたね。大きな観光施設とかそういうのはなくて、ただ本当に地元の方が住む島っていう感じだったんですけども、そういうところの旅とかもしてみたいな。ただホテルとかはなさそうだな。あれ奥に見えてるのはもしかして壱岐島ですかね。多分あれが壱岐島だな。本当に近いんだな。で、ここにもまた島を通っていくと、反対側にはもう過ぎちゃいましたけど姫島も小さな島ですが、何軒か民家を見られますね。結構揺れてるんだよね。波が立ってます。で、今奥に小さく見えてる島あるじゃないですか。
あれが多分オロ島、昔の戦争の時の火薬庫があったりとか、旧日本帝国のなんか海軍の石碑が立ってたりとかもするらしいです。だから島なんだけど、そういうのに使われてたんでしょうね。で、さっき地図で見たんですけど、あれかな、ポコッと浮いてる、遠くにぽっかりと浮かぶのは福岡県宗像市の島、沖ノ島です。宗像大社の一つ、沖津宮がある島で、あの島全体がご神体となっています。2017年に神宿る島としてユネスコ世界遺産に登録されており、長い間女人禁制の地です。これはここに祀られている焚き火姫が、女の人が降り立ってしまうとそこに嫉妬してたたりを起こすという言い伝えがあるからだそうです。沖津宮の他に越宮と長津宮がありまして、この3つをまとめて宗像大社と言います。それぞれ全て女の神様が祀られています。で、また反対側、3つの島がポンポンポンとあるんですけど、手前から小川島、真ん中が加東島で、その奥が松島って言って、あの島3つにもそれぞれホテルがあります。なんでここもちょっと観光地として九州の人からしたら知られてる場所なのかもしれない。あ、でもどんどん近づいてるな。沖ノ島見えてますね、前方に。この3つの島にもそれぞれ捕鯨で栄えた歴史があったり、神宮皇后の伝説が残っていたり、隠れキリシタンの島としてカトリック教会が現在もあったりと、深掘りすればすごく面白そうな場所でした。と、こんなところでギブアップ。結構船の揺れが強くなってきたのと、前回の動画見てくださった方わかるかと思うんですが、しこたま飲んでます。ちゃんぽんしまくって、日本酒、焼酎、ビール、ちょっとねお休みさせていただければなと思います。ぐったりです。本線まもなく伊東寺港へ入港いたします。船内にお忘れ物などございませんよう、下船の準備をお願いいたします。ロープを張っておりますので、その手前でお待ちください。下船の際に切符の回収を行っております。切符をお一人様1枚ずつお持ちになり、上陸の際係にお出しください。着きました。壱岐島インド寺ということで、1時間45分お疲れ様でした。壱岐島インド寺港到着いたしました。ようこそ壱岐島へ。壱岐島には一年中定期船が発着する港が3つあります。インド寺港の他に芦部港と郷の浦港です。3つの中でインド寺港が一番小さい港ですかね。ここへ発着するのは唐津からやってくる船のみです。結構グロッキーな感じになって、ちょっと吐きそうでしたけど、なんとか耐えました。おー、ということで下船口向かいましょう。本当に吐きそうだった途中。ってことで壱岐島着いたんですけど、バスがねいい時間帯に接続してないんですよ。だからここで1時間半くらいバス乗るんだったら待たないといけないんですけど、しょうがないんでタクシーで宮の浦港、ちょっと20分ぐらい走る場所なんですけど、私が泊まるのはだからちょっとタクシーで行こうかな。お世話になりました。ダイヤモンド壱岐号でした。タクシーが全然止まってないっていう。どうしましょうね。はい、島はこんな感じになっていて、今私がいるのはインド寺港。4カ所ぐらい港があるんだよね。インド寺と、あとは宮の浦。こっからジェットフォイル博多行きのジェット船が出ています。あとは上の方に勝本港
あとは芦部港4カ所ですかね。ちなみに空港もあるんですよ、壱岐空港。こんなに小さい島なんですけれども、神社がなんと150個ぐらいあって、古墳もめちゃくちゃ量が多いんですよ。これ長崎県になるんですけど、長崎県にある古墳の約6割はこの壱岐の島にあるんですって。1200年代には元寇って言って弘安の役、文永の役が2回ね、現、モンゴル帝国に襲撃されたっていう教科書でも見たことがある島なんじゃないでしょうかね、壱岐の島。バス乗り場は次乗るとしたら16時39分なんで、あと1時間くらい待てば乗れるって感じですかね。みんなタクシーは予約してるんだろうな。なんかバンバン止まってるのかと思ったら案外そうでもない。予約してくればよかったな。みんなほとんどの人は壱岐でレンタカー借りて自分で車で回るんですね。ただ私は怖すぎるので、ちょっと明日観光タクシー1日お願いしました。でバスも全く来ないしタクシーも止まってないから、ちょっと壱岐交通タクシーさんお願いしてホテルまで向かいます。10分くらいで来てくださるそうです。郷の浦の方面にあるマリーナホテル、壱岐マリーナホテルさんというところに今日はお世話になります。壱岐の島ってこの本島の他にも何個か島があるんですよね。それらを全部合わせてこう壱岐の島諸島とか壱岐の島って呼んだりするみたいです。で昔には流罪って言って島流しの刑とかが行われていたんですけども、2つ種類があって、刑事犯と政治犯で、政治犯はその時のこの政治的思考に歯向かった人とかが飛ばされちゃうんですけど、刑事犯は殺人だったりいろいろ悪さした人で、一時期は200人くらい暮らしてたんですかね、その受刑者が。でもその中でも刑事犯の人はあんまり反省の色が見られなくて、またこの島に流されてきても悪さしちゃうっていうことで、さらにこの大きな本島から飛ばされて大島、長島、原島とかこっちの小さな島の方にまた島流しされて島流しされるみたいなことがあったそうです。すごいねこれ。三島分港、分港もあるんだね、ちゃんと市営フェリーが出てて。明日は一日壱岐観光タクシーさんにお願いしてこの島をぐるーっと一周させていただいて、遺跡跡、古墳跡とかね、いろいろ有名な神社とかちょっと巡りたいと思います。インドージエリア街歩きマップなんていうのもあるね。なんか1時間半くらいだったら街歩くして時間潰してもよかったけど、明日もいろんなとこ巡るから今日ちょっと気持ち悪いしね、ゆっくりホテルで休もうと思います。マリンパル壱岐図書館が結構立派なんですよ。あれなんですけど、すごい立派な図書館じゃない。小学校があったり、松永安兵衛記念館、東神紙、東っていう文字、東神町とかね、そういう名前が多いですよね、長崎とか佐賀って。これよく見ると地元の住所の一番最後にフレって書いてあるじゃないですか。これ市名町南フレとか本村フレ、東フレ、全部フレ書いてありますよね。これ面白いのが、壱岐の島って海側の住所には裏が入ってて、この内陸の方にはフレっていう漢字が住所についてるんですって。大きく分けて農業と漁業で生計を立ててる人が多くって、農業のその畑を耕してる内陸部にはフレっていう文字が多いんですけど、これは古くから朝鮮半島で人が集まる場所っていうのをフレとかプレとかって言うんですよね。それがこう変わってこの漢字フレになったっていう言われているらしい、そういう説があるらしいです。で内陸部の農業をされている方々は集落っていう形じゃなくて山村、ギュッと家が密集してるんじゃなくて、畑の中にポツポツポツってこう一軒家が
等間隔で離れて配置されている山村っていうんですけど、そういう形が取られているのもまた特徴らしい。文永の駅、新庄古戦場、この平景隆っていう方が文永の駅で先頭に立って戦った方なんですけど、それのお墓とかね。でかなりの方亡くなられたらしいんですよ、文永の駅現行で。で最終的に生き残ったのが65人ぐらいしかいなかったらしいんですけど、この島全部でね。でめちゃめちゃ死体の山が出て、それをこうまとめて埋葬して、そこを千人塚ってつけてるお墓もね結構ポツポツとあるんですよね、島の中には。ここにも千人塚ありますね。小児の千人塚、ここ海蔵海岸の千人塚。船がまた唐津へ向けて出港していきました。ありがとうございました。お世話になりました。あ、来た来た、お世話になります。よいしょ。すいません。よいしょ。あ、お願いします。いえいえ、とんでもないです。あ、はい、そうです。丸いちっちゃな島。すごい。明日も一日観光タクシーお願いするんです。はい。どちらからですか？あ、私名古屋から来ました。はい。唐津からおくんち見て。おくんちやってますね。はい。くんちを見て。そこ終わってこちらに。あ、そうです。フェリーで来たんですけど。すごいですね。そうか、対馬もそうですよね。対馬は結構遠いんですよ。遠いというか、移動がもう本当に1日じゃすぐなくなっちゃう感じで。対馬だと本当に島降りるとそこら中韓国語っていうイメージが。それはありますね。あります。直接平勝っていうところに韓国から来ますんで。なるほどなるほど。すぐに入国書ありますね。行きがないですよね。壱岐島は案外海外の方少ないですね。そうですよね。韓国も少ないですけど、外国の方そうですね。そうですよね。中国の方がちょっと結構来られたり、インドネシアの方も留学されたり。ここに。介護ヘルパーですかね。なるほど。車で一周すると壱岐の島どれぐらいかかる？約1時間もかからないですね。そうなんですね。ありがとうございます。どうぞ。コンパクトにできてますんで。壱岐の島はフレって言うんですよね。私たちもフレですね。直角の食で初めて見ました。住所にフレっていう。向こうなんかアザとか。アザ、はい。港とか全部裏です。裏。宮野やったら宮の裏とか。はい。麦焼酎域ですね。麦焼酎域。左サイドとか見学もただでこうできますね。発祥の地ですもんね。そうです。麦焼酎。もう100年以上経って。この裏が飲み屋さんとか結構あって。本当だ。飲食街宮野通り。ちょっと散策されたら。はい。綺麗なとこですね。運河みたいになってて。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、明日観光タクシー頼んでるのにもう観光タクシーみたいな20分間でした。2550円でかな、運賃は。で来ることができました。すごいな。ちょっと北海道の釧路に雰囲気似てるかな。釧路の港町の方に。お世話になりました。ありがとうございます。でここがもう飲食店街宮野通り。もうここら辺がね繁華街らしい。ずっとぐーっとあんな立派な中学校かな、宮野郷の浦中学校、高校かな、郷の浦高校ありますね。すごい潮風の香りがします。はい、ということでチェックインしましょう。マリーナホテルさんです。よろしくお願いします。予約のよいしょ303です。よいしょ、よろしくお願いします。おしぼりあるな、もらっとこう。よいしょ。もう
外ちょっと出ればたくさんご飯食べるところあるんで、壱岐島って有名なのが壱岐牛とウニらしいんですけど、夕飯食べに行きたいと思います。おー、綺麗。303です。ここだ。これ苦手なんだよな、回して押す系の鍵。よいしょ、回して押す。よし、はい、到着しました。本日から2泊ですね。明日は丸々1日壱岐島の観光となります。よろしくお願いします。ちょっと夕方になると涼しいけど、夜になってくると暑い。歩くと暑い。バスルームもちゃんとあって、外は素晴らしいですね。よろしくお願いします。はい、ちょっとゆっくりしまして、壱岐島の街の中少し散策しつつお夕飯。ただめっちゃ二日酔いで、ちょっと横になったらまたさらに気持ち悪くなるんだっていう感じで、明日本ちゃんの観光があるので、ちょっとお酒は控えめに行こうと思います。よろしくお願いします。ちょっと飲食店通り、宮の町通りだったっけな、行こうと思うんですが、来る時タクシーの運転手さんがちょっと見せてくれた西神社見たいと思います。男性の巨大な一物がドーンとお鎮座する神社なんですけれども、その見た目の通り子孫繁栄、子宝の神社なんですよね。で、ご祭神が雨のうずめの命と猿田彦の命の2神がね祀られているんです。これ去年私高千穂に行って、高千穂の夜神楽見たじゃないですか。その時の動画見ていただきたいんですけれども、雨のうずめの命は有名な岩隠れありますよね。天照大神の弟のスサノオノミコトがあんまりにも悪さをするもんだから、もう私は嫌ですっていうので岩戸に隠れてしまった。そしたら世界が暗闇になってしまって、早く出てきてもらわなければ困るっていうことで、その雨のうずめのみことがちょっと面白いショーをねするんですよ。今でいうストリップみたいな、一枚一枚こう服を脱いでお腹出して全裸にスポンポンになって、もうすっごい賑やかな舞を踊ったところで、外がすごく賑やかになって様子が気になっちゃって、天照大神が岩の中からひょこっと出てきたところを田力王っていうね神様がぐっと外に引き出して、世界に光が戻ったっていうお話なんですけれども、そのね面白おかしく踊って見せた雨のうずめのみこと、芸達者っていうことで芸能の神様としても知られていて、芸能人なんかもその雨のうずめのみことが祀られている神社とかにたくさんねお参りするくらいの神様なんですが、その人がね猿田彦っていう神様と結婚したんですよ。猿田彦ってパッて名前を聞くと猿田彦コーヒーとかねよく知られているかと思うんですけど、猿田彦さんは何をした人かというと、天照大神の孫にあたるんですかね。ニニギの命っていうのが天孫降臨で天の世界からこの国へ降り立つ時にその先導をしたのが猿田彦様なんですよね。それで猿田彦の先導を導かれて高千穂に無事降り立てたという、その雨のうずめの命と猿田彦が結婚して猿目っていう一神の神になるんですよね。一体神になるんです。2人合わせて2人が一つになった猿目が祀られているのが西神社です。巨鎮がドーンと、そんなこと言っちゃいけないか大丈夫かな。中にはその男女の営みにまつわるものだったり、春画とかね、ちょっとエッチな内容の絵とか、あとはそのもうシンボルですね、男性のシンボルをこうたくさん飾られているそうです。西神社、もう存在感がすごいんだよな。これ夜になるとライトアップされて光照らされるらしい。うわ、広告つくかどうかが本当に心配なんだけど、
西神社由来、生まれ生きそして土への回帰、永却の輪廻の中で人間はなお生への、執着から生に祈る。神代の昔、天の岩宿の裸踊りで知られる女神雨のうずめの命は、後に池の男神猿田彦と結ばれ、猿目の君として以来一体の神となった。この地の神はいついつ頃より祀られたか定かじゃない。いつからあるのか分かんないんだ。邪魔します。礼をしてください。よいしょ。おお、立派すぎるお家。スタートボタンを押すと観光ガイダンスが始まります。あれ？ちょっと壊れちゃってるみたいだけど、お邪魔します。あら、すごいご立派。そう、壁には春画がたくさん飾られてるんですよね。これもう本当にモザイクかけなきゃいけないぐらいだけど大丈夫でしょうか。縁起がいいですよね。視聴者の皆さんもねすごく大好きでしょうから、この手のものはね。猿目の命、手に持たれてるのがなんかすごい立派なものを持たれてます。ありがとうございます。はるか昔、天と地の力から生物が生じ、オスとメス、男と女があるように太陽と月を含めことごとく陰と陽の定まりが存在しています。日本の神話では天照大神が天の岩戸に隠れられた時に雨のうずめの味方が宗父と陰部をあらわに踊ったことは古事記にも残っています。その命が天孫降臨の際に猿田彦の命を性的魅力で誘い、猿目の命として1対1の神となり、いつしか同祖神、または才の神、性の神として崇拝されるようになったのです。ここの社の石像の、ご神体はお亀の姿として猿目の命を表しています。左手で松茸、陰陽の陽を示し、右手の親指でほのかに陰を表し、人の幸福と健康への霊力を示しています。また縁結び小だから安産、そして夫婦和合性の病、子供の守り神、交通安全とうんぬんって書いてありますね。お体の具合の悪いところとご神体の同じところを手でなぞらえて早く良くなるように、またご家族の無病息災と安泰をご祈願ください。触っていいんですね。そう、こっちに松茸で陽を表してるんですね。でこっちの親指を隠されていて、こういうね形ね、これが陰を表していると言われてます。じゃあちょっとYouTuber なんで、私 YouTuber ですからね、いろんなやっぱり芸事でもありますから、芸が達者になるように、おっぱい触らせていただきます。大きくなれ大きくなれっつって、はい。あと顔もいいな。ちょっと欲張りさんですけど、ちょっと顔とおっぱい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これもすごいな。ちょっと覗いてみてごらん。どうなってんの？ちょっとこれは見せられないかも。ちょっとこれは見せられない。実際に皆さん来てみてくださいね。ここにちょっとサービスね、こんな感じです。はい、
例えるならば一神体猿田彦さんとうずめの命さんが一神体になられたように一神になられているそのつながっている部分が丸見えになっています。びっくりさせてしまいました。申し訳ございません。私自身この動画に広告がつくのかどうなのかもう怯えながら編集をしているんですけれども、これはしっかりと思い出にと心に刻まなければ、そしてあなたにもお届けしなければと思い頑張って動画を回させていただきました。ありがとうございます。ちなみに明治末期まではこの壱岐の島に訪れた男性方はこの女神様猿目の命にですね、自分の一物を見せないと怪我をすると言われていたそうなんですね。それが礼儀ということで、絶対この神社に来て自分のその仏を見せて差し上げるっていうか、それをこう献上するみたいな風習があったそうです。壱岐の島、大変小さな島なんですけれども、なんと島の中に150個以上の神社があるんですね。別名神々が宿る島とも呼ばれています。古事記とか日本書紀、日本神話を頭の中に入れて旅されるとより深く壱岐の島を楽しめるんじゃないかなと思います。明日もたくさんの神社だったり歴史にまつわる場所を巡っていきますので、どうぞご一緒に何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またライトアップされる頃、そしてまた明日の朝と、3度拝みに行きたいと思います。よろしくお願いします。元気が出そう、すごく。よいしょ。何食べましょうかね。この西神社の通りのこの通りがね、ずっと繁華街なんですよね。うわ、生き牛ステーキ食べたいな。どうしようかな。お食事処に入るか居酒屋さんに入るか迷うところなんですが、ステーキ美味しそうだな。何にしよう。ちょっと明日も丸一日あるんでいろいろ食べたいですね。昨日の夜楽しすぎて飲みすぎたのがちょっと尾を引いてるな。この通りは呉服通りなんですかね。衣類がたくさん売ってますね。ちょっと一歩入ればこんなしとやかな川の流れもあって、息いいところですね。人は思ったより全然少なくて、少ないけど街が寂れてるってわけでもなく、非常になんか賑やかな通りとかもね、ライトがたくさんついていたりとか、そんなにシャッター街っていう感じもしないですし、割と活気ある街なんじゃないでしょうかね。今日タクシーの運転手さんもおっしゃってましたけど、そんなに外国人の方がいるわけでもなくて、そこまで混んでるっていう街でもないっておっしゃってましたね。対馬まで行っちゃうとまたちょっと感じがガラッと変わるって言ってました。何食べようかな。納期限守って納める消費税、めちゃめちゃ税金取られてるけど、まあこれも国民の務めか。街灯がちょっとほらほんのりオレンジ色の昔ながらの街灯がポツポツポツと街中にある感じで、目立って過度に明るいという感じもせず、バーバーのライトもいいじゃないですか。本当に昭和の街並みがそのまま残されているっていうような感じですかね。で、吹いてくる風には潮風のね、このほんのりと潮の香りも港町の良さです。ここは焼き鳥屋さんエツ。美味しそうな味わい深い飲食店も結構多いんだよな。それはありがたい。やっぱり漁業も盛んなんで、こういうツナとか発泡スチロールとかこういう容器を販売してるお店もありますね。向こうは吉田商店。
その隣が郵便局ですね。郷の浦郵便局で、郷の浦高校が1個大きいところあるんですけど、そこの高校生がさっきの西神社の後ろが坂道になってて、一生懸命そこで陸上部かな、走り込みしてました。中通り商店街。ライトアップされるのかな、夜になると。すごい。広告も懐かしいな、なんか綺麗な人。ここはこの椅子の感じとかだと何だったんだろう、散髪屋さんとかだったのかな。かっこいい。誰だこれ。ジョージ・クルーニーだ。ジョージ・カークリス。なんだあの鳥、詐欺じゃないよね。詐欺。デカ鳥。このビルの下はシャッター街で何もテナント入ってなかったけれども、一歩入るとこういう感じで入り組んで、お魚屋さんだったりとか、ちょっと雰囲気のあるスナックみたいなのもね、立ち並んでるんですよね。地元の人が行く場所って感じするな。おもちゃとペット富屋さん、金魚とか売ってるな。すごいな。ちょっとここの雰囲気だけ薄暗く見ると、かつてあった空論城みたいな雰囲気がありますね。コンクリで作られてるアパートが多いんですけど、これ沖縄も今はどうなのか分かんないけど、潮風ですぐやられちゃうからコンクリで家建てるっていうのを聞いたことがあるな。ちょっとね、事前にインスタグラムで調べたら、このチラックスさんってとこが美味しそうだったんだよね。お邪魔してみましょう。一人大丈夫。ということでやってまいりました。ホテルから歩いて5分もしない場所にあったチラックスさんっていう、結構おしゃれなモダンカフェのような雰囲気の飲み屋さん、バーですかね。ただたくさんお食事の種類も豊富で楽しく過ごせそうです。名物の生き牛をがっつりいただきたかったんですけれども、まだ丸1日明日ありますし、海鮮とか生き牛は食べる機会まだあるかなと思いましたので、地元の方に親しまれていそうな、この地元民だからこそ味わえる味っていうのを求めてフラッと入ってみました。一品目注文させていただいたのは、確かエビ春巻きだったような気がします。壱岐島と何か関係があるのかって言われたら、地元のものを使っているんだったら関係あると思うんですけれども、そんなのね、いいんです。考えなくて、その土地でそこのお店のものを食べる、そこに旅の醍醐味がありますんで、豪快にパクッといただきましょう。美味しい。これ付け合いのソースが柚子胡椒を使ったマヨネーズかなんかで、結構ピリッとスパイスの効いた大人の味でしたね。そこにすかさず星になれおばくじを注ぎ込みます。お前二日酔いじゃなかったんかいと。はい、激二日酔いです。結構気持ち悪いんですけれども、どうしてもね、この星のマーク見ると私が求められている気がして、あなたこの星に飛び込んできてって言われているような気がしてですね、注文してしまいました。完全に向かい酒でございますが、これもね、旅の思い出でございます。
めっちゃ美味しかったですね。さすが四方海に囲まれている島、島ってそういうもんなんですけど、海鮮超美味しくって、マグロと何かでした。ごめんなさい、全て忘れたんですけれども、こっちのね九州の呼び方でお魚を呼んでいたんですよね。3種類見てわかる方いらっしゃったら教えてください。でまずは醤油じゃなくてお塩で食べてみてくださいって言われて、塩とわさびでいただいたんですけど、身がすごくねっとりとしていて、マグロの赤身すごく味が濃いっていうわけではないんですけれども、さっぱりとしているんですが食感が濃厚で、もうこう口にまとわりつくようないい意味でね、いい意味よ、もう食レポ下手くそなんですけれどもとにかく美味しかったですね。この間ニューアカオ熱海の方に行って、そっちでもマグロをいただいたんですけれども、全く味わいが違いました。やっぱり取れるところによってマグロの味、赤身の味っていうのも変わってくるんですね。それっぽいことを言っておりますけれども、お手柔らかにどうぞよろしくお願いいたします。美味しかったけど結局一杯飲んで向かい酒で一気に一杯で気持ち悪くなっちゃいました。まだ明日もあるんでね、ちょっと今日は軽めで早く寝ましょう。今日食べたお刺身がマグロとヒラス、なんかヒラマサのことを九州ではヒラスっていうらしいんですけど、あとなんだっけな、ブリ、なんだっけ忘れちゃったんですが、マグロがマジでトロットロですごく濃厚でねっとりしてて、なんか塩で食べてくださいって言って塩が盛られてたんですけど、なんか本当に美味しかったですね。粗塩でいただいたんですけど、マグロマジでねっとりしてて美味しかったです。この時間帯、今6時半過ぎなんですけど、この時間になると冷え込みますね。ちょっとしたさすがにノースリーブだとぐっと寒くなります。そして島の中にちょっと歩かないとコンビニがねないんですよね。目の前に見えてるリックっていうのがコンビニっぽいんだけど、ご当地コンビニですかね。多分朝からやってるでしょうから、朝ごはんとかはリックお邪魔してちょっと調達しましょう。月と金星がめちゃめちゃ綺麗だ。すごい綺麗な三日月です。ホテルがすぐあれなんですけど、この隣にもあるのは林田さん、お酒屋さんかな、酒屋さんって感じ。チング、生き麦焼酎チング、チンが多いのかな。ホテルに戻ると明日の朝食の献立が書かれていました。そうだ、ここ朝食付きかと。いつもビジホだと素泊まりにしちゃうので、こういうところも地方のホテルの楽しみでもあります。明日の朝は朝食もついてて、自販機もありますね。電子レンジもあるし、ありがたい。かす漬け買っちゃったんで、お箸がないと食べられないですから、用意していただいてるとありがたいです。ということで、娘を隠しつつで毎度申し訳ないんですが、お風呂入ってすっきりしました。明日に備えてゆっくり寝ようと思います。イキのテレビ番組ってどんなのがあるか気になりますよね。ケーブルテレビとかなのかな。イキシ CATV っていうのがあるんだ。へえ。福岡 NHK KC KBC RKB 毎日放送、福岡放送、テレビ西日本、九州、長崎放送、長崎県だからね。テレビ長崎。あとは地元の生きテレビかな。こういう感じなんですね。おはようございます。朝は結構冷えてますね。もう11月って感じの気温。本日も壱岐の島は快晴です。ということでおはようございます。時刻は7時前なので、ちょっとホテルの朝食でもいただきますかね。今日は一日観光タクシーで壱岐の島を回っていきたいと思います。よく眠れ方かと言われるとそんなによく眠れなかった。
家以外であんまり熟睡することがないですね。メイク終わりましたんで、マリーナホテルさんの朝食いただきに行きたいと思います。ちょっとね、朝ごはんも美味しそうだったんで、今日もお昼夜たくさん食べる予定なんですが、控えめに行きましょう。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。1日目の朝でございます。わーということで、元気よくホテルの朝食で活力をチャージしていきましょう。朝一の味噌汁ってなんでこんなに癒されるんでしょうかね。ほわほわっと立ち上る湯気に顔をくゆらせてですね、匂いを鼻からもう吸い込んで幸せ空間で満ち溢れています。このマリーナホテルさんなんですけれども、ビジネスホテルですよね。なのに結構本格的な旅館の朝食のようなこの午前で出していただけて、満足感がすごいです。ありがとうございます。皆様は朝は、パン派、ご飯派、どちら派ですか？私は圧倒的に和食派なんですけれども、関西とか特に兵庫県の人とか朝はパンっていう人多いみたいですね。これ県民賞かどっかで聞いたんですが、おかんがよく口にする言葉第1位が明日のパン買わなって本当なんでしょうか？関西の方教えてください。ということでですね、もぐもぐと食べ進めています。私いつも撮影に出る前に体をちょっとね絞っていくんですよ。というのも撮影でいっぱい美味しいものを食べたいので、そのままの生活しているとブクブク太ってしまいますから、旅で増える分をあらかじめマイナスにしていって旅に出るんです。そのためにご飯、炭水化物ちょっと控える期間が長いんですけれども、久しぶりに白米を食べましてですね、朝一にこんなにうまいのか飯ってと思いつつ、めっちゃ二日酔いで今日もたくさん食べ物食べる予定だったので、朝は控えめにしておこうと思ったんですけれども、もうバクバクと食べ進めていました。ありがとうございます。残った白米は食卓に置いてあった文字を壱岐国で平らげていきましょう。この壱岐国、つまり壱岐の島のことなんですけれども、3世紀に中国で書かれた歴史書魏志倭人伝の中に出てくる壱岐の島のことなんです。日本って一番古い歴史書って古事記とか日本書紀だと思うんですが、あれが書かれたのが8世紀ぐらいなので、それよりも古い一番最初に日本のことを記した書物なんですね。魏志倭人伝、そこに出てくるんですよ、壱岐の島。めちゃくちゃ歴史深くってロマンがある島だと思いませんか？その魏志倭人伝にはですね、中国朝鮮半島九谷韓国というところから海を渡って対馬に行き着いて、そこから壱岐国に行き着いて、その先に那国とかどんどん渡っていくと、最終的に邪馬台国っていう卑弥呼っていう女王がいるめっちゃ大きい国に着くんだよっていうことが記されているんです。正式な邪馬台国の場所っていうのは九州説とか畿内説とかいろいろあるんですけれども、壱岐国ってしっかりここにあったっていうのがわかるんですね。日本でいうと弥生時代のことになるんですが、その当時の遺跡なんかも再現されて残っています。本日はそんな場所にもあなたをお連れしたいと思います。ということでごちそうさまでした。ということでご飯食べて帰ってきました。朝なので控えめにと言っておきながら、久々に白米食べたんですけど、白米うますぎるね。白米めっちゃうまかった。最後塩だけで食べるぐらい美味しかったんですけれども、全部完食ということで、いいことでしょう。今日も元気にやっていきましょう。やっぱね、力が出ますよ。朝の炭水化物って大事。みんなね、下手に抜いちゃいけないですよ。本当にそれをね、思い知りました。よいしょ。ってことで今日は壱岐観光タクシーさん、昨日ホテルまでインド寺港からね連れてきていただいたんですけれども、引き続き観光タクシーさんにお願いしてですね、10時から合計6
6時間かな、6時間で27,000円のコース、それでいろんなところをこう連れてってくれるんですよ。途中お昼休憩挟むんで合計7時間なんですけど、タクシーで回らせていただこうと思います。この川の向こうから船がやってきました。昨日の夜も朝もね、ボボボボボボボって音を立てながらいろんな船が港に出入りしていくのが見えましたね。漁師さんですかね。この先歩いて本当に5分ぐらいのところに郷ノ浦港があるんで、そこからお魚取りに行かれるんじゃないですかね。すいません、お願いします。どこか事前に拝見させていただいてコース、あれの中に月読神社ちょっと行ってみたくて、あと千人塚にちょっと行ってみたいんですけど、はい。213メートル。あ、213メートルが一番高い山なんです。一番大きいのが郷ノ浦って感じ。そうですね。左手に郷ノ浦の港が見えてまいりました。帰りはここからジェットフォイルに乗って博多の方まで向かおうと思っております。ちなみに壱岐島はその島全体が長崎県の壱岐市となっています。2004年に郷ノ浦町、勝本町、芦部町、石田町の4つの自治体が合併して壱岐市となりました。現在の人口は23,000人ほどです。緩やかな坂道を登っていき、まず最初に壱岐市で一番高い山である竹の辻の展望台へ連れて行ってもらいます。さっきホテルからね眺めていた橋をぐーっと渡り、この先にあるんですけれども、ここで運転手さんからどうですか、竹の辻のあたりにすごく立派なオリーブ園があるんですけれども見学していきませんかということで、そちらをお邪魔することになりました。もともとは地主さんのお宅だったらしいんですけれども、そちらを買い取って2010年頃からオリーブを植え始めたらしいです。オリーブが育ちやすい環境として温暖な気候と日照量が多いことが求められるんですけれども、壱岐島は高い山がなくて辺りに遮るものがない、かつわりかし平坦な土地なのでオリーブが育ちやすかったんでしょうね。車で走っていて思ったんですけれども、本当に壱岐市内道なりが緩やかなんですよね。同じく長崎県の長崎市とかだともう駅降りた瞬間から坂がぐわっと広がっている形で、地元の人は自転車に乗らないって言われていたりとか、あとは玄界灘に浮かぶもう一つの離島対馬なんかもね、山がちで昔はお米が取れなかったなんて言われていますが、島には珍しい平坦な地形で、昨日港を降り立った時にも麦焼酎発祥の地と書かれていましたが、お米とか麦とかもすごく育ちやすかったんだと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、この白い塀すべてそうだったんだ。すごいな。あ、壱岐オリーブ園。わ、すごい。あ、開いてます。ありがとうございます。すいません。お邪魔します。この辺りに竹の辻っていう壱岐島で一番大きいお山が、高いお山があるんですって。でも一番高くても200数メートルぐらいですかね。その向かいにここのオリーブ園があって、かつてはここ一帯がね地主さんのお宅だったらしいんですけど、それを買い取って今オリーブ園になってると。小豆島とかもねオリーブ有名ですけど、やっぱり暖かい南の方ってオリーブ育ちやすいんだろうな。朝から涼しいですね。朝は涼しい。散策コースシンボルツリーはこちら。わ、綺麗。おはようございます。お世話されてますね、オリーブの。すごいな、向かいがすごい綺麗に見える。
これがシンボルツリーなんですね。オリーブというと香川県瀬戸内海に浮かぶ小豆島をイメージされる方多いと思います。壱岐島と面積自体は大体同じなんですけれども、地形は全く異なっていてですね、小豆島は急斜面がたくさんある島で、一番高いところも800メートルぐらい標高があります。しかし中国や四国山地に挟まれ、季節風がブロックされるため雨が少なく温暖な土地です。壱岐島も対馬海流からの暖かい空気が流れ込むため、気候はとても似ているんですね。道を歩けば四つ葉のクローバーみたいなのめっちゃあるんですけど、これ瞬殺でパッて見ただけで四つ葉のクローバーつかめるっていう人のさ、なんかショートみたいなのが流れてきたんだよね。あの能力すごくない？ありましたありましたみたいな感じでパッて取ったら全部四つ葉なので、五つ葉とかさ見つけたりとかしてるんだけどさ、あれ何？神からどういう能力授けられたらああなるの？今回のコースが6時間なんですけど、多分見どころたくさんありすぎて、このオリーブ園も見る予定じゃなかったんですけど、どうですかって言われたから来させていただいたんですけれどもね、なんか他のところが押さないかっていうのがすごい心配になります。こういうコースって最初にめっちゃ時間使っちゃうと後がギュウギュウになっちゃったりするんで、ちょっとささっと素早く抜けて史跡とかいろいろ見たいところ行きたいと思います。ありがとうございました。朝から爽やかな気持ちになれました。行列のできる法律相談所企画プレミアム会員沖オリーブ園とかあるんだよね。これ名前が書いてあって、福岡県令和3年米山さん、あっち愛知県とか書いてあった。何の企画だったんだろう。そこら中にああいう札がさ、テレビと一緒になって協賛企画みたいなのあったのかな。散策路途中で迷子になっちゃいました。あ、なるほどなるほど。わ、こっからすごい見えるんだ。サンマの木。園内のあちらこちらで行列のできる法律相談所の看板とか、あとはサンマの木、南の木なんていうのがありまして、これ何なんですかって園の方に伺いましたら、番組の企画でこのオリーブを買うっていうやつがあったらしいんですよね。ここから取れるオリーブオイルを販売して何%かバックが入るんでしょうかね。投資みたいな感じなんですかね。はい。前までは搾油してたんですよ。ああ、そうなんですね。はい。じゃあちょうど終わった後だったんです。そうですね。結構残念。楽しかったです。ありがとうございます。大きいお宅だったんだな。ありがとうございました。来ました。角の辻です。壱岐で一番高い山があるところ、もともとは活火山だったんですけど、今は死火山になってます。ここですね。竹の辻だ。竹の辻園地。壱岐対馬国定公園。ちょっと歩いて上の方まで登ります。後ろ綺麗に見えてる海がすごい。反対側には街が見えてて、振り返れば海。ここら辺は日本海と東シナ海になるのかな。壱岐島最高峰の竹の辻。頂上には古代よりのろし台や異国船を見張る遠見番所が設置され、国防の要衝として重要な役割を果たしてきました。竹の辻。壱岐島最高峰 212.8 メートルの山で、山頂からは島全体を見渡せ、天気がいい日には九州本土や対馬島を眺望することができます。ありがとうございます。対馬の方まで見えちゃうんですね。葛の花、踏みしだかれて色新しいこの山道を生きし人あり。葛の花が誰かに踏まれて鮮やかな色がにじんでいるこの山道、自分以外にも行く人がいるのかと感動を歌った歌です。歌人の釈長空が大正13年この島に降り立って読みました。壱岐は天気いい日が多いですか？まあ比較的多い方で、わあすごっ。うわあ、見えます？あれあれ対馬ですか？へえ。あ、こんなに近くに見えちゃうんだ。そうですね。
はもっと良ければもう少しこうはっきり、あ、うん、でも70キロ離れてます。あ、そうなんだ。もう一つ上行きましょう。はい。あ、まだあるんだ。うわー。あそこに見えてる島はもう壱岐ですか？いや、あれはですね、福岡県の宗像大島。あ、福岡の島なんだ。あれが港ですか？芦部芦部港は。港じゃなくて、あ、半島、半島。唐福芸術あ、はいはい、海に沈むところ。勝本がそうですね。あっちの方。山の上にこう白い建物ある。はい、あります。あれの向こう側。あ、ちょっと見えないんですね。ここからだ。ここまでが。で左手も島がある。はいはい。 3つ島があって総称して三島っていうんですけど、春島、長島、大島。春島、長島、大島。あれなんか、はい砂浜がちょっとある。はいはい。あそこも綺麗です。へえ。なかなかまた島から島なんで。昔壱岐の島に島流しされて、ここで悪さしてる人がまたあっちに島流しされたって話聞いたことあります。さらに悪さそう、さらに悪さしてまたあっちの島に流されちゃうみたいな聞いたことがありました。そうですからしいです。うん、初めて。まあ悪い人じゃないんですけど。あ、政治犯みたいな。そうはい。百姓一揆で向こうで、悪いことを直訴はい。したら島流し。ああ、流されちゃった。理不尽な感じですよね。そうなんです。言われて。そういう人たちの墓とか。ああ。結構あれなんですね。一箇所にギュッてお家があるわけじゃないんですね。そうですね。割とまばらにあるんですね。そういうのをこう三居村。あ、三居村ね。フレって言うんですよね。こっちは裏とか。裏フレ体操とかありますね。裏フレ体操ってのは息のラジオ体操みたいなやつ。はあ、へえ、面白い。大きい建物なんですか？病院。病院。あ、病院か。病院何個ぐらいあるんですか、ここ？あれは県立病院なんです。はい。で他に個人の病院が診療所なんかも合わせると10ぐらい。丸いような感じですけど。はいはい。結構入り江があって。ありますね。ああいうところで真珠の養殖。ああ、養殖されて。なんかクジラが昔よく。こちら、クジラ捕鯨。捕鯨。なんかイルカ事件みたいなのありましたよね。古いの知ってます。あ、そう、調べてきました。そう、勝本の方で、イカ釣り多いんですよ。はい。で、イカを食べにイルカがやってくるんで、はい。入り江に追い込んで、イルカを追い込んで。あ、駆除してたら。してたんですけど、グリーンピースという、やっぱり保護団体で、はい。海外の人が逃がしちゃって、イカ取れなくなっちゃったみたいな。だから今もこう追い払うだけ。それがイルカパークみたいな感じになってる感じ。そうです。でもそのイルカも和歌山の方から買ってきたりとか。あ、そうなんだ。今はもうクジラ取ってないんですか？今は取ってないです。ああ、そうです。春の辻。深いタバル変やな。あそこが弥生時代から。魏志倭人伝にもなんか出てたみたいな。そうです。はい。ここが九州の本土。おお。唐津とか長崎平戸の方。はい。今奥に見えてるのがそうですよね。唐津だったり。あの真ん中の大きい島、あれは右側の大きいのが真当島。向こうはもう唐津に。あ、唐津になるんだ。難しいな。佐賀県かと思ってました、壱岐島。長崎なんだと思って。
大体福岡って言われますあ長崎ナンバーあ、こうやって見ると本当に見渡せちゃうぐらいのサイズなんですね。ですね。なんか島の人全員知り合いみたいな感じですね。まあ割とそうですよね。そんな感じです。こう学校ってあるんですか？全部学校あります。小中高。え中学校は今4校。あ、そうなんですね。高校が2校。あ、そうなんだ。中学校がまだ14校5校ぐらい。右と左真ん中は橋がつながってる。はい、繋がってますね。はい。だからまあ一つの小学校で春島一番左のだけ1校。小学校あるんですか？小学校ある。何人ぐらい住んでるんですか？小さい島。大体300人ぐらいずつぐらいかな。結構住まわれてるんだ。でもやっぱりね、もう高齢者ばっかりで大変ですよ。壱岐で生まれた方って大体ここに就職する方多いんですかね、やっぱり。いや、やっぱ出ちゃう。就職はどのくらいでしょうね。半分以下。半分は進学、まあ就職でよそに出ていって。そうですよね。仕事ないですからね。ずっと壱岐ですか？一応福岡に出ましたけど。福岡。修行して。のろし台か。まあもともとあったわけじゃないんですけど。でも銀行の時とか。銀行ってわかります？わかります。文永の駅と小安の駅の。すごい。壱岐島すごかったみたいですよね。そうですね。ほとんど亡くなられちゃってっていう。連れ去られたり。かなりむごい殺され方したって聞きますね。朝鮮朝顔っていう種類なんです。ずいぶん長く咲くんですね。そうですね。まあ最近まであったかったから。根が強いというか。切ってもまたその茎から根が生えて。綺麗だけど。そうなんです。はい。内側の三漁村だと何が作られてるんですか？農業。米。お米か。壱岐のアスパラが。壱岐牛って壱岐で壱岐の牛。壱岐の牛のことを壱岐牛。もともとはいろんなところのその元牛、壱岐からその子牛を出荷して、各そのブランド牛になってたんですけど、最近ではもうずっと壱岐牛とブランドを作って、美味しいですよね。割と肉質、その脂がさっぱりしてるとか、そういう風に言われますね。肉はね、シーズンがないから、確かに。いつでもどうぞ。ウニだと6、7月とかになるんですか？5月から10月あるかないか。でも結構長いんですね。5月から10月。種類が変わったりするんですか？ウニ。種類も赤ウニとかあるんですけど、レオタードで取るんですよね。レオタード漁。取りすぎないよ。取りすぎない。ウェットスーツだと取りやすくなっちゃうから。いましたすごい熱心に見てる人がいたら私だと思います。観光客の人やな。一生懸命見てました。くまなく隅から隅まで。日本神話結構好きで、西神社雨のうずめの命と猿田彦、なるほどなって思いながら。馬詰石。そういう場所があるんですか？いや、石があるんだ。行きのフェリーでもお話しした古事記のエピソードなんですが、第14代天皇の妻神宮皇后は夫が亡き後しばらくの間政治を執り行いました。
その最中に住吉三神からお告げを受けるんです。朝鮮半島を攻めなさい。当時朝鮮半島は三韓と言われる3つの国が支配していたんですけれども、その三韓を征伐するべく海を渡ります。結果勝利し三韓を支配下に置き、日本に戻ろうとした時産気づいてしまうんです。なんと神宮皇后妊娠中でした。しかし日本の後世を担う次期天皇を朝鮮半島で産むわけにはいかないということで、お腹に石を巻いて冷やして出産時期を遅らせたんです。その石の一つ、馬詰石と言われるものがここ壱岐島にもあります。これね、後で連れて行ってもらいます。お、来ました。あ、マグロ漁。どこでもっていうか大体両側があって、そこで取り組みました。昨日夜マグロいただいたんですけど、お店でめちゃくちゃ美味しかったですね。そうですか。ねっとりしててすごい美味しかったです。本当だ確かに横顔に見えますね、ゴリラの横顔。壱岐島の最西端に位置する景勝地、鬼の足跡まで車で20分くらいで連れてきていただきました。断崖絶壁の手前にその周囲が110メートルにもなる大穴が開いています。これは長い年月をかけて崖が浸食されてできたものなんですけれども、地元ではデイという大鬼がクジラをすくい取るために踏ん張ってできた足跡と言い伝えられているそうです。これ浸食されて作られたってことですよね。2013年には日本の百名道にも選ばれる壱岐を代表する景観です。とここで運転手さんがカメラ持ちますよっていうことで、いいんですか YouTuber 大助かりということで、カメラ託しました。さすがのカメラワークでございますよっ。観光タクシーさんとかこの間ユフで乗った人力車の鈴木さんとかもそうなんですけれども、いつも観光客相手にしてる方のカメラワーク完璧なんですよね。ありがたい。あ、本当だ、対馬、水平線に近くなるんですね。そうですね。もう少し右側にもう島が見えるんです。あ、綺麗だな。対馬これだけ見える。はい。もう少し右側さっき見えてたんですけど、見えなくなりました。ちょっと霞んじゃいましたかね。ここは東シナ海何海になるんですか？玄海、日本海。ああ。うわ。うわ、すごい。あ、本当だ。壱岐島、島の端っこまで来るとその地形がより分かりやすいかなと思います。崖っていうとほら、船越英一郎さん出てきそうなやつをイメージするじゃないですか。それと比較すると結構海抜が低いというか、あまり高さがなくて、その高さのままずっと奥の方まで土地が続いてるんですね。こちら Google マップから引っ張ってきた同じく長崎県の離島対馬の標高を示した地形なんですけれども、この凹凸加減、壱岐島と比べるとこんなにも差があるんです。先ほど竹の辻の展望台行きましたけれども、途中に遮るものがなくて島の端っこまでね、よーく見えました。この規模でここまで平坦な島って日本だとここだけくらいかなと思うのでね、なんかちょっと違和感を感じたりしましたね。ということで鬼の足跡をぐるっと向こう側まで歩いていきます。画面の中の過去鉄が嬉しそうで何よりです。ちなみに足跡ということで右足左足があるんですね。残りの一足はどこにあるのかというと、もっと北側勝本町の離島辰野島というところにあるそうです。鬼さんもしっかり2足で踏ん張って玄関に集まってくるクジラいっぱい平らげたことでしょう。怖いですね。あ、そうですか。いい iPhone で。さすがでも観光タクシーの運転手さん、動画撮るのがすごい
皆さんお上手だなみんなうまいな。ああいうところに桜が咲く。船から見たらすごい綺麗。ああ、なんかちょっと屋形船みたいな感じ。次の目的地も壱岐島の景勝地猿岩です。タクシーで20分くらいかけて向かいます。その間、入り組んだ海のそばを走ったり、またすぐ平地に入ったりしながら道のりも楽しむことができました。この辺り春はすごく桜が綺麗で、船のね漁船の上から眺めると屋形船みたいでいいんですよねって運転手さんが教えてくれました。驚くのが、さっき見えていたの池に見えるじゃないですか。だけどこれ全部入り組んだ海からつながる水辺なんですね。このような複雑に続く大小の入り江リアス式海岸でたくさんの美味しいお魚が取れるというわけです。そして海岸線を抜けるとまたのどかな農道のような雰囲気の道を走ります。だいたい海がある町って後ろにはすぐ大きな山があったりとか、海辺の陸地は開拓されていて結構大きな道があったり騒がしい雰囲気なところも多いかなと思うんですが、壱岐島ならではの原風景に近い街並みも非常に心が癒されます。そして車走らせていると、ちょっと見せたいものがあるんで降りませんかということで行ってみましょう。ありませんけど、はい。石がカンカン鉄みたいな音する。へえ。あ、こんな道端にある。この辺の石でここを叩くと、あ、これ金属みたいな。本当だ。あ、本当だ、そうだ。すごい。本当ですね。どうなっちゃってんだろう。面白い。はい。ああ、全然違う。ずっとあるんですか、もうこれ。そうですね。いつからかわかりませんけど、カンカン石。へえ、なんかの成分がそうなってるんだな。多分なんか違うんです。どっからやってきたかもよくわかんない。もうこの辺にあったんでしょう。まあ、その言われはちょっとわかんない。へえ、不思議。再びタクシーに乗り込みまして、北上、壱岐島の西側にある黒崎半島の先っぽに立つ猿岩。その高さ45メートルの巨大な岩なんですけれども、名の通り猿の形をしている非常にユニークな岩です。猿岩を構成している岩石は溶岩が冷えて固まった玄武岩。硬い岩石なんですが、柱状節理といって多角形の細長い石がギュッとまとまって作られているものです。それが途方もない時間をかけてうまいこと海風や波しぶきで削られて、またそこにできた穴にポコッと石だったり砂だったりが入って、それが摩擦でえぐられることによって鼻の穴とか目とかが形成されたそうですよ。この岩は何百万年も前にできたものなんですが、実は神話にも出てくるんですね。古事記では国生みによって5番目にできた壱岐島なんですけれども、イザナギとイザナミが壱岐島を生んだ時、この子は生きる島などで勝手に動いてどこかに行ってしまわないように、天から8本の柱を周りにストンストンストンと下ろしたんです。やがてその柱は折れて折れ柱と呼ばれたんですけれども、その一つが猿岩と言われています。他にもいくつか折れ柱があり、観光名所となっています。と違います。方言もちょっと変わる。変わる。道中何気なく運転手さんに、壱岐の方ってどういうイントネーションでお話をされて、どこの言葉に近いんですかって聞いたんですよ。そしたら大体福岡市と似たような喋り方をするんですけれども、これも面白くて、北部の勝本町とかになると京都弁が混じるんですって。勝本って壱岐の中でもかなり大きな漁港がある町なんですけれども、明治期以前に京都の方々から漁を教わっていたそうなんですよ。その名残で京都なまりが少し加わったり、あとはクジラがねたくさん取れる場所でもあったんで、そのお祝いに京都から芸妓さんなんかを呼んだ歴史があったそうで、そうした中で複雑な言葉が生まれていったそうです。何してるのっていうのを何しよういんみたいな感じで言ったりするんですって。
あともう一つ、私お祭り大好きなんですけれども、壱岐島ってお祭りあるんですかってお伺いしたところ、山笠祭りがありますよ、郷の浦でって言われて、じゃあ福岡と同じような形なんですねって言ったら、そうなんです。福岡で山笠祭りが終わった後に上の飾りを借りてきて、7月末にそれでお祭りするんですよってね、教えていただきました。面白い。結構歴史は古くって、江戸時代1700年代からずっと疫病退散で続く八坂神社のお祭りだそうです。立て続けにまだまだ話すんですけれども、八坂神社もあるんやって感じですよね。壱岐島本当に小さい島なんですが、その中に八坂神社、住吉神社、熊野神社、お稲荷さんとかね、もう全国の名だたる神社が大渋滞レベルで集結しているんです。小さいものまで合わせるとね、1000社ぐらいあるみたいなんですが、これも理由がありまして、鎌倉時代元寇、弘安の役、文永の役ありましたけれども、あれでかなりの被害を負ったんですね、壱岐島。それの戦いが終わった後、人数が減ってしまったんで、ここにね、全国各地の強力な武将が自分の2男3男を先盛りとして送り込んだんですよ。その時にもう会えなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。だからその各地の氏神様を一緒に連れて行って、本当に一つの家の隣に一社神社があるぐらいのレベルで集まったっていう歴史もあるみたいです。このツタでちょっと覆われてますけどね。どれだ？馬積石。これか。本当だ。断人が言うのは、婦人がこの石に触れば子も産まないという。本当だ。子供が欲しくなければこれに触る。西神社もあって、馬詰石もある。不思議なところ。この辺りは小牧崎といって、ここもお魚がよく取れる場所なんですよ。綺麗でしょうと言って車止めてくださいました。遠くに見えているのは長崎の平戸とか五島列島の方だと思います。馬詰石などの力を使ってなんとか日本に帰ってきてから子を産んだ神宮皇后。その子を産んだ場所が現在の福岡県粕屋郡海町というところ。この海は子供を産むの海から転じてそうなったそうです。ちなみに現在そちらには海八幡宮という神宮皇后とその子供王神天皇を祀るお宮が鎮座しています。おー、綺麗。綺麗ですもんね。はい。でこの左側の岩が猿岩。猿岩。猿。全然見えないです。すいませんね、今日はもうこんな感じで。いや、全然大丈夫。一生懸命猿に見ようとしたんですけど、なんか猿かと思って。と思うでしょ。はい。これがね、期待を裏切ってくれる。これもこれでいいですか？はい。いやいや、まだまだこんなもんじゃないんですよ。本当は今からです。でもちょっと位置が変わると猿っぽい。ちょっと見えました。はい。なるほど、そういうことですね。猿ですね。これは猿です。はい。びっくりした。全然猿じゃないやんと思ったけど、こっから見ると猿ですね。おお。横から見ると猿ですね。ちゃんと猿。太って見えるんです。へえ。向こう。本当だ、徐々に痩せていくんですね。ちょっとシュッとした猿になる。こういうベストなポジションにこういう。なるほどなるほど、置いてあるんです。ちょうどいい位置にああいう猿になったわけですね。もう全く自然の天然のものなんだ。すいません、人が穴開けたとか言っちゃった。そう、頑張って開けたのかなって思っちゃう。
何かが変わる。あ、太ってる。あ太って見えますね、確かに。あ、大きくなるんだ。でかくなる。あ、不思議。で猿岩を見ながら近づいていくと縮んでいくのが分かります。細くなる。痩せてきた。あ、本当だ本当だ。あ、スマートになりました。やっぱり午前中がいい。あ、いや、人増えてきちゃいます。いや、日がね、あ、こっちから当たるからか。なんで。かつて神に建てられた柱は今はお猿さんになっている素敵な光景でした。続きまして黒崎砲台跡へ連れて行ってもらいました。ここはその赤城という船の砲台を取り付けたんです。で今度第二次世界大戦が始まって、そしたら今度飛行機の時代になって、で結局こういう大砲が使えなかったの。船から飛行機になって、で結局一発も撃たずに。レプリカですよね。大和の砲台とこっちが黒崎砲台跡の大砲。大正末期から昭和初期世界大戦の時代、壱岐島はこの島全体が対馬海峡や壱岐海峡防備のための要塞となっておりました。島内には複数の砲台が設置されたんですけれども、その中で一番大きかったのがこちらの黒崎砲台。東洋一の砲台と言われ、破壊力は凄まじかったそうです。その内部ちょっと覗いてみましょう。物々しい感じがすごいです。もう当時のまま。でも使われなかったここをここはですね、その部屋、いろんなこう指令室とか、弾薬庫とか、ちょっと広い部屋ですね。やってみますか。でも今の iPhone すごい性能がいいんでよく見えます。もうここまでで行き止まりに。これはちょっと怖いな。少し覗き込むと向こう側光が差してると。あそこの上が後で行きますかね。はい。ちょっと穴開いてるところになってる。黒崎砲台の入り口に砲弾のレプリカが2つありましたが、戦艦土佐とか戦艦赤城に使われていた主砲がここには備えられていたそうです。しかし実際にこの黒崎砲台が使われたことはなく、終戦後そのまま解体されてしまいました。ちなみに東洋一と名を知らしめたその射程距離はなんと 35km、 対馬までが 70km なのでちょうど半分くらいの距離ですね。同じように対馬側にも砲台があったので、両方から撃つと真ん中くらいに到達すると、そこで敵の船をね落とせるっていうような作りだったみたいです。砲弾の間に立って写真撮ってみませんかと言っていただいたので撮らせていただきましたが、私身長155センチなんですけれども、このでかさですよ。このサイズのものがね 35km 先までぶっ飛んでいく。考えただけでも恐ろしいですね。この砲台が実際に使われていたら、壱岐島も第2の沖縄のように激しい陸上戦が繰り広げられていたんじゃないかと言われています。再び坂道を登りまして、さっき地下から見た砲台跡、今度は上から覗いてみましょう。大体30キロ、射程距離が30キロ。はい。で対馬側にもやっぱり砲台あって、でちょうど中間の地点、狙おうとしてたんですけど、大体こういう島はその要塞化しようということで、結構あちこちにありますよね。なるほど。だから下からいろいろ詰めて、上でこっからこっち側撃とうとしたってこと。これだけ大きな、大砲が乗ってたというか、それ以上に船が大きかった。すごいな。
これ画像で見ると伝わらないですね、このでかさ。あ、向こう行ってみます？だいぶでかい。さっきみたいな。あ、すいません。ありがとうございます。こんなにでかい。うわ、すごい。一周するのにも結構かかる。ありがとうございます。はい。これフライパンでこういるだけで。へえ、美味しいんですか。皮が悪い。うん。生でも子供の頃食べてましたよ。へえ。どういう味？ナッツみたいな味がするんですか。うん、そんな感じですよ。あ、はい。お手紙持ってます。ウニ飯がなかったら海鮮丼にします。海鮮丼。はい、ファイナルアンサーで。はい。お、綺麗。ちょっとこんな綺麗なところでちょっとはい電話します。何でしたっけ？生ウニ飯。あ、生ウニ飯。温泉旅館。大体この辺りがずっと一体。温泉旅館がある感じ。温泉旅館とかその宿泊施設が。伊豆の温泉、日帰り温泉とか。湯の本温泉っていうのが。そうです。この辺り。この辺り。一富士山でお昼ご飯です。そう。はい、すいません。ということでやってまいりました。壱岐といえばのウニ丼、割烹一富士さんにお邪魔いたしました。私の他にね、長崎県の農業団体さんの慰安旅行みたいな団体と一緒でしたかね。ちなみにウニ飯3800円。いいでしょう。もうたくさん学んでお腹空いてます。ってことでいただきます。ウニ丼3800円。いやー高級。うおー、赤ウニ飯です。レオタード漁のねお母さんたちが頑張ってくれましたから、美味しいこのウニいただきます。いただきます。なんかお味噌汁が不思議。何かのお魚が入ってます。タレをかけていただきます。ありがとうございます。
これもなんだろう、美味しそう。クジラかな。めちゃくちゃ濃厚でとろけるウニ最高でございます。これも画面の前のあなたのおかげで食べれております。感謝。そして壱岐島のウニのシーズンね、とても長いんです。4月中旬から10月中旬まで取れるみたいなんですよね。稚内とかのイメージしてたので、あっちの方だと6月からだいたい8月くらいなんですけれども、こっちだと前半は紫ウニで、後半秋めいてくると赤ウニが取れるんだそうです。特に赤ウニは九州地方にしか出回っていなくて、関東では幻のウニとも言われている超高級なね種類のウニだそうです。私が実際食べたのがどちらのウニなのかちょっとわからないんですけれども、まあ何だって美味しいです。ウニであれば。はい、ありがとうございます。また移動中に運転手さんが面白い場所があるということで降りてみました。正面に立っている大きな柱、こちら諏訪神社の御柱祭に使われたご神木なんです。御柱祭りといえば日本三大奇祭の一つと言われていて、7年に一度山から大きな大木を引きずり下ろしてそれを境内にお祭りするんですけれども、なんで長野の諏訪のものがここ壱岐勝本にあるのかというと、河合空っていう人物ご存知でしょうか。松尾芭蕉のお弟子さんとして奥の細道とかにも一緒にくっついていった俳人なんですが、その方の出生地が現在の長野県の諏訪市だったんですね。そして晩年は江戸幕府から九州の大名の監視役を任されて、ここ壱岐の地に住んでいたんですけれども、ちょうどここ勝本町でお亡くなりになられたと。勝本町と諏訪市は平成6年1994年に友好都市提携を結び、河合空終焉の地と生誕の地として、この場所に諏訪神社から7年間の役目を終えたご神木が贈られました。生き生きて倒れ伏すとも荻野原。これは奥の細道で芭蕉に同行していた河合空が詠んだ句なんですけれども、石川県加賀市の山中温泉で体調を悪化させてしまうんですね。そのために芭蕉と別れなければならなかったんです。その時に読んだ一句、行き着いた先で力尽きてのたれ死んでしまっても、その場所が荻の花が咲く野原であれば思い残すことはないという空の覚悟が現れた一句です。この辺りも残ってるんですけど、この辺りになるとこう大小いろんな石がいっぱいあるでしょ、でこの辺のこう石を持ってきて、でこういうふうにこう野積みっていうんですよ、もう自然の石をそのまま使った加藤清正が作らせた。もう石垣この一部だけですけど、辰の島行きありますね。ちょっと白波立ってます、ここよく見るとイルカがいっぱいいるんですけど、ああ本当だ正面見たらほら、飛んでますね。上の方もいるんです。本当だいっぱいイルカが。はい。朝市があるんですね、この辺りは。そうなんですけどね、今もうおばちゃんたちがもう3、4、4、5人いるくらいで、若い人がなかなかもう続けられないから。道路のすぐそばが海っていう。すごい。
線みたいなライト積んでるのがありますね。そうです。北海道からだんだん下ってくるんですか、こっちええに。イカを追いかけながら漁師の人が。ここが切符売り場です。はい、ここで買って、ちょっと辰野島まで遊覧船に乗ってみます。よいしょ。購入しました辰野島遊覧。ちょっとね風が出てるので行けるかどうかがちょっとまだわからないみたいなんですけれども、はい、とりあえず購入しました。寒いね。海の方来ちゃうと結構風が吹いててひんやりしますね。このエメラルド行きに乗って出発するらしい。だいたい所要時間40分ぐらいみたいですね。奥に見えているのが辰野島かな。今は環境保全の関係で人が立ち入ることはできるんだけど、宿泊したりキャンプとかしたりすることは全くできないらしい。ということで勝本町の最北部にある離島辰野島の遊覧船に乗船いたします。目の前に止まっている観光バス、写真マンモス岩っていうんですけれども、波が落ち着いていれば沖の方まで出て光景が見れるということです。ということで願いを込めていざ乗船エメラルド行き号です。元気よく勝本港から出港いたしました。この場所はですね、壱岐島の中でも有数のイカがたくさん取れる場所なんです。ということで沿岸部にはずらっと並ぶイカ釣り漁船、上に小さなこの電球みたいなのがブワーってついているんですけれども、確かねイカってああいう明かりに反応して集まってきやすいんですよね。それを利用して大量に水揚げするような釣り方だったと思います。先ほど運転手さんも全国でも有数のこのイカ釣り場をめがけて、遠いところでは北海道から徐々にイカを追って南下してくる船もあると、このね船内でもそういう放送がありましたね。3000万年前には海底にあったとされる壱岐島。それが長い年月をかけて地殻変動であったり度重なる火山活動、そして波による浸食でこのような複雑な奇岩やパキッと割れた地層が出来上がりました。まるでアート作品を見ているかのようです。美術館来たような気分になりましたね。勝本浦の沖には3つの離島があります。右から名取島、真ん中が若宮島、そして一番左が辰野島です。この一番右の名取島は完全に手つかずの無人島です。そして真ん中若宮島なんですが、現在ね人はいるんですよ。有人島ではあるんですけれども、こちら自衛隊の壱岐警備所となっておりまして、一般のお客さんは降り立つことができません。この若宮島は古くから海上の交通防衛の要衝となっていて、江戸時代には平戸藩の東御番所やのろし台、
そして第二次世界大戦中には若宮砲台が設置されていました。壱岐島本島と同じようにこちらの若宮島もこの島全体が要塞のような性格を持っていたんだと思います。そしてこんなに小さな離島にもしっかりと神社があります。若宮神社です。さすがは神々が宿る場所。漁業に行かれる船乗りさんが海上の安全をお祈りするそうです。正面に見えます右手の島は若宮島です。鳥居の神社は若宮神社です。海上安全の神と言われ、出漁の時は鳥居の前で船のエンジンを止め、手を合わせて退場を祈ります。この島には昭和38年3月に海上自衛隊壱岐警備所が設置され、対馬海峡の国境警備を行うため、島の頂上には航海者の目印として若宮灯台があります。また連なる奇岩が見えてきました。なんだかこう眺めていると地面からポッと芽吹いたつくしんぼみたいに感じたのは私だけでしょうか。なんか美味しそうだなって思いました。つくし食べます？はいそんなことは置いといて、この若宮島抜けると一番最後出てきましたこちらが辰野島です。この島も限りなく手つかずの自然がそのまま残されているんですけれども、夏場には海水浴場になって正面に見えていた小屋で売店が開かれるそうです。イカ焼きなんかがね美味しいみたいですよ。私この辰野島の遊覧船来る予定じゃなかったんですけれども、運転手さんがぜひ行ってみてください、本当に綺麗なんでとおすすめしていただきましたんで来ることができました。来てみてね本当に良かったなと思います。ちなみに辰野島無人島なんですけれども、あそこ降り立つことは夏場以外もできるんですね。定期船でだいたい10分くらいの距離です。島に降り立つと綺麗な遠浅の海岸線の他に鬼の足跡見てきましたけれども、もう片方があの島の頂上あたりにあります。目の前に辰野島の上下船場が見えてきました。こちらの遊覧船でも途中下車することが可能です。周遊コースの乗船時間はだいたい40分で辰野島の周りを一周できるんですけれども、今日はちょっと波が高くなってしまったので内側の穏やかなところだけの遊覧となってしまいました。その代わりに複雑に入り組んだ島々の入り江のギリギリまで船をつけてくれてね、青の洞窟みたいな雰囲気をね楽しませていただきましたよ。ここから見るとひげを生やした狼に見えるところから狼岩と呼ばれています。はい、狼岩は左後ろがあれか。これから海の宮殿と呼ばれている柱状の岩が見えてきます。あれ岩も一緒ですね。なるほど。なんで近くまで来てくれるんだ。最高。辰野島の見どころを見終え、今度は辰野島と若宮島の間を進みます。若宮島、停泊している船があるんですけれども、こちらは自衛隊のものです。自衛隊の方しか船を止めることもできませんし、上陸もできません。奇岩の中にポツンと止まる一隻の船、この光景がどうにも人に見せるために作られたようにしか見えなくてですね、このディズニーランドのジャングルクルーズの雰囲気をちょっと思い出しましたね。カメラをズームした先には油目瀬戸という場所がありまして、ここ地元の漁師さんも通るのを避けるくらい流れが速い場所なんだそうです。ここを抜けた先には対馬海峡につながるんですけれども、通常であれば遊覧船はこの間を通ってマンモス岩見どころまで行くんですが、今日は波が高いですね。ちょっと残念です。ちなみに正面に見えているのがマンモス岩、これが沖に出て西側から眺めると観光バスに帰ってあったようなマンモスの形になります。満潮の春の時はここをね通り抜けて対馬海峡が出るんですけどね、今波が高くてね、今日は出れないんですけど、この先でちょっと行かないとですね、ちょっと少し朝から見たら少し雲が高いだろう
油目瀬戸を U ターンして辰ノ島南側にある堤防から少し沖へ出てもらえることになりました。右側には先ほど通った海の宮殿や狼岩が見えてきます。これより船は対馬海峡に出ます。右手方向の約80キロ先が福岡県です。東斜め方向の約70キロ先が対馬です。対馬の北端から北西約50キロ先が韓国です。堤防を出た途端に船体が左右にグワングワンと揺れ始めました。ちょっと気持ち悪くなっちゃって吐かないか心配なんですけれども、ぐっとこらえていきたいと思います。マンモス岩までは行けるかわからないんですが、この外側の様子も楽しんでいきましょう。そしてさっき猿岩に行った時に、壱岐島って8本の柱が下ろされて、それが折れた名残なんだよっていう説明をしたと思うんですけれども、そのうちのね1本がここからも確認することができました。前方に7から8メートルの縦長の岩が壱岐の8本岩の一つ、エネ柱と呼ばれています。そのてっぺんには高仏があり、3月の終わり頃には神社が誕生しています。辰ノ島の裏側までやってきました。一番高いところが60メートルだそうで、さっき見た海岸からずっと歩いててっぺんまで行けるみたいです。今全国の一番高いところが花毛崎といって海抜60メートルなんですけど、ここはね海水浴場の中継とか裏山なんですよ。だから探索したら一番てっぺんまで登れます。こんな高波の中、向こうから一艘の漁船やってまいりました。個人の方のものでしょうか。プロの方にすればこんな波なんて赤ちゃんみたいなもんなのかもしれません。この辺りイカもそうなんですけれども、たくさんのお魚が取れます。そして何度も言いますが、壱岐島といえばクジラです。この玄界灘、特に壱岐島の周りってクジラが集まりやすい海域だそうで、古くから捕鯨の文化がありました。もう一つ捕鯨で有名な町といえば、紀伊半島の先端、和歌山県の太地町というところなんですけれども、江戸時代初期にはそちらから教えを請うて組織的に捕鯨を行うクジラ組というものが誕生しました。中でも土井家というところがものすごい富豪で、そのクジラ王の大邸宅跡が現在も勝本に残っています。クジラは京都や大阪に出荷されたり、逆に京都から芸妓さんを呼んでお祝いをしたりとしていたので、勝本にちょっと京都の訛りとかも入ってるんでしょう。そんなクジラと同じくイルカもここ大量に集まる海域なんですけれども、イルカってブリとかイカめちゃくちゃ食べちゃうんですよね。なので漁獲量が減ってしまう、漁師さんにとっては厄介な存在でした。ちょっとかわいそうな話なんですけれども、辰ノ島の入り江にイルカを追い込んで一気に1000頭ぐらい頭を打って駆除している光景がね、全国メディアに載ったことがあって、世界から猛批判食らったことがあったんです。それを見た動物愛護団体の方が実際に辰ノ島に来て、明日駆除しようと思って囲っている網を切ってイルカ逃がしちゃう。その結果漁獲量が一気に減ってしまったっていう事件が1980年に起きてるんですよね。これちょっとね、竹の辻の展望台で運転手さんと話していた事件です。イルカ漁は法を犯しているわけではないので、裁判では動物愛護団体側の女性が有罪となったんですけれども、現在イルカ漁は行われていなくて、イルカと共存できる島を目指して勝本町に1995年イルカパークが誕生しました。本日は時間の関係でそちらへは行けないんですけれども、再びタクシーに乗り込みまして、次なる目的地、元寇ゆかりの神社、新庄神社へ向かいます。こちらは1度目の蒙古襲来、文永の役で戦死した壱岐の守護代、平景高を祀っている神社です。
フビライ・ハン率いるモンゴル帝国及び属国の高麗によって2度にわたり行われた日本侵攻が元寇です。この元っていうのはモンゴル帝国の漢語で、寇は外敵の意味を記しています。蒙古襲来とか呼ばれたりもします。当時のモンゴル帝国ものすごくでかかったんです。地球上の陸地の 17% ぐらいの大きさがありました。結構ね、残虐的なやり方でいろんなところを支配下に置いていったんですけれども、そんな魔の手が海を越えて日本にもやってくるんです。まずフビライハンは時の執権北条時宗に使者を使わせて、もうモンゴルの支配下になってねみたいな優しい文章を書くんですよ。なんですけれども、北条時宗はそれを拒否するだけでなく使者をね殺しちゃうんですね。そうして大激怒したフビライハン、もうそんなんだったらやっちゃうよ、行っちゃうからねっていうことで、ここから元寇1度目の侵略文永の役が始まります。1274年のことでした。まず対馬をめちゃくちゃにした元軍はその後に壱岐島に上陸。その時の日本軍壱岐のトップが平景隆で、本陣をここ日の詰城に置きました。しかしね、もう国のでかさがそもそも違いますからね、元軍からやってきた兵士は2万3万とも言われているのに対し、迎え撃った日本軍なんと100機ぐらい。圧倒的な兵力差があるんですけれども、戦い方もね、今まで見たことないようなものだったんですね。それまでの日本の戦い方って一騎打ち、やあやあ我こそはみたいな戦い方だったんですけれども、元軍はもう集団戦法で一気に飛びかかるんですよ、めちゃくちゃ。それと鉄ハウっていう陶器の中に火薬を入れた爆竹の殺傷能力めちゃくちゃ高いバージョンみたいな新しい兵器を使いまくったんですよね。もう壱岐島ボロボロです。どうにもならないということで、ここ本陣日の詰城で平景隆は自害してしまいます。現在では城跡が新城神社となり、その境内に景隆のお墓があります。そして今年の10月、ちょうど文永の役から750年ということで、モンゴルからお坊さんが来てですね、こちらで供養が行われたとのことです。この間ですけどね、はい、そのモンゴルの方からお坊さんが来て、ここでみんなで供養して。シャコガイ。シャコガイの蝶々鉢。ここはまだ小さい方です。シャコがよく取れるんですか？いや、というわけで、これはね、サイパンじゃなくて、どっかからもらってきたり。確かになんかヤシの木みたいな、ちょっと南国チックな感じの。なんで飾ってるんだろう、シャコ。おしゃれだからかな。これでも小さい方。これの倍ぐらい。帰りここ。おお、はい。よいしょ。これ当時のやつなんですかね。そうですね。ああ、これだけ残ってるんで、石垣もそうですよね。へえ。この城の麓に川が流れているんですけれども、通称立洗川と呼ばれているそうです。刀を洗う川と書いて、この川は文永の役の際、両軍の血で真っ赤に染まったと言われています。立洗川。そこで武士が刀を洗って、近所に文永の役古戦場があるので、そちらも連れて行ってもらいます。戦いでは関係のない島民もたくさん殺されてしまいました。戦が終わった後には島内の至る所に折り重なるようにして亡くなられた方々が積み上げられていたそうです。その方々をまとめて埋葬供養したのが千人塚です。あ、これだ、千人塚。壱岐島の中には複数の千人塚があります。元寇ゆかりの4市で関西で開催スタンプラリー。史跡文永の役新城古戦場。千人塚っていうのはたくさんっていう、たくさんの被爆庫になってる、
一気に まとめて、そういうことですよ。これ千人塚他にも何箇所もあるんですよね。あるんですよ。現行千人塚。すいません、お邪魔します。現行純国中根島。元軍の残虐行為は非常にむごたらしかったそうで、老人、子供、男はすべて切り殺し、赤ん坊は股裂きに、妊婦はお腹を切り裂き、お腹の中の胎児を殺したり、女は集めて乱暴、暴行の後に手に穴を開けて縄を通して数珠つなぎにしたそうなんです。それを船に結びつけて、日本軍が攻めてきた時の盾の役割をさせたそうなんですね。そうすれば日本軍が矢を撃てないと考えたのでしょう。民家はすべて放火され、この当時壱岐には7000頭の牛がいたんですけれども、おそらくすべて食べられてしまったのではないかと。また生き残った島民はわずか65名という記録があるそうなんですが、本当に記録通りのことがすべて行われていたかどうかは定かじゃないみたいです。あ、はい、あれが小島神社。いや、あれはね、龍田神社。あ、へえ。すごい。あ、本当だ。ちょっと小さいお社みたいなのと鳥居がありますね。もうちょっとね、潮が引いてればまだよかったんですけど、ちょっと水で。この後は運転手さんのおすすめ龍田神社と2度目の蒙古襲来弘安の駅の古戦場となった現在の小児公園へ連れて行ってもらいます。小児公園に来ましたね。小児助時のお墓があります。はい。はい。1度目の蒙古襲来文永の駅の時、壱岐島を出た元軍は長崎の平戸を経由して博多湾に上陸します。その時に博多湾もめちゃくちゃにしたんですけれども、なんと一夜明けると元軍いなくなってるんですよ。というのも、その一晩の間にものすごい暴風雨に襲われて元軍は撤退してしまいました。諦めじと2度目の襲来、これが弘安の駅です。その時の壱岐のトップが小児助時弱い19の若武将です。弘安の駅で戦死してしまったんですけれども、この小児公園の片隅に助時は眠っております。こちらがお墓です。2回目の襲来は前回よりも兵力を増して襲ってきた元軍、同じように博多湾を攻めるんですけれども、なんと今度は上陸する前に台風に遭ってしまうんですね。なんとまさかの2回目も暴風雨に襲われます。立て続けに起こった2度のハプニングで日本は元の支配下に入ることはありませんでした。まさしく神風が吹いたと、我々の国は神に守られているんだとなったわけなんですけれども、これもね、2回とも本当に台風に襲われているかっていうのは分かっていません。そもそも元軍の兵士ってそのほとんどがその支配下に置かれていた朝鮮半島の高麗の国の兵士だったんですよね。なのであんまりやる気がなかったんじゃないかっていう説もありますね。ああ、なんか塀だけすごい立派な、なっちゃう。だから新しいもんでしょうけど。ああ、確かに。ここはのろしの跡。のろしを再現。ああ、再現して。ああ、これ。は。こういう2種類のがあったんだろう。ああ。おい、ハクビシン。あれ？ハクビシン？なんかこの。イタチ？イタチだ。へえ、あ、イタチ可愛かったな。イタチとかね、リスとか。あ、リスいるんですね。へえ。リスももともといたわけじゃなくて。弘安の駅古戦場。ああ、ここが弘安の駅か。そうですね。逃げてった。これがイカリ。へえ。イカリ石。あ、これが船についてたんですね。本当だ、イカリ石。
この説明書き読んでみると、この碇石は13世紀中世日本の大型船のものだそうです。1回目の文永の役でめちゃめちゃにされてしまったので、2回目は防備を固めようってことで大型船に九州から、たくさんの防備兵を乗せて送ったやつとのことでした。同時期の中国船の碇石と比べると全く作りが異なっているそうで、単なる日本船の碇石と見るよりは歴史と照らし合わせるとロマンがありますよね。海がないじゃないですか。はいはい。だからその韓国とかで中国を攻めてその占領して、で中国韓国もともと域と交易があったんで、はい、そういう人たちにこう船を作らせて、神風とか言うじゃないですか。はいはい、なんか撤退しちゃったって言いますよね。はい。でも結局その船の急いで作ったもので、あんまり上等じゃなくて。あ、なるほど。突貫工事みたいな感じで作った。ああ、はい。中田大島。で沖ノ島とか女人禁制の誰でも立ち入れない島が見えた見えた。見えますか。あれこれだ、これですね。それおお。古戦場から坂を下ってすぐの芦部港北部に位置する龍神崎と呼ばれる場所にある神社までやってきました。海にせり出しダイナミックに波がぶち当たる場所にある神社なんですけれども、こちらは1895年明治28年に出雲神社より龍社神様を迎えて祀られたと言われています。その名の通り、海辺にはまるで龍の鱗のような薄い細かい石がザクザクザクとたくさん入っているんですね。ちょっと集合体恐怖症とかの方は耐えられないかも。私ほんのり痒くなっちゃいましたね。あんな感じ。なんとなくこの密度感が龍の背中っぽく見えますね。うわ、すごい。だいぶ波が荒い。よいしょ。これちょっと怖いぐらいだな。すごいですね。本当に竜の背に乗ってるみたいな感じになりますね。すごいよ。おお。龍田神社、龍田新神社。うわ。これはうわ東映の映画の最初見てるみたい。うわっす。へえ。うわっす。これは迫力ありますね。ずっと見てられる。綺麗だな。これ怖いですね、本当に。ねえ。
うわ、この怖さ伝わらないだろうな。うわ、怖い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 。スイスイ行くからスイスイ行くからちょっとついていくのが浜辺にはい、浜菊のあ、本当だ。花が咲いて可愛らしい毛が生えてる。多肉植物みたいな感じですね。可愛い。よいしょ。こちらも運転手さんのおすすめで連れてきていただいた神社だったんですけれども、本当に心が洗われましたね。あとはついていくのに必死でした。続きまして私の行きたかった月読神社へ。この月読神社は、はい、京都の松尾大社にもあるんです。はい。で、この行きから京都の方に行ったんで、あ、じゃあここが総本山みたいな、ええ、本社みたいな感じですね。と言われてます。加護鉄動画といえばでおなじみ月読神社です。わーと言っても登場するの2回目ぐらいですかね。今年2023年から4年の年越し動画でも終夜運転でお伊勢参りに行って、その近所にある月読の宮っていうところを参拝させていただきました。祀られているのは月読の御事。どういう神様かというと、天照大神の弟であり、スサノオノミコトのお兄ちゃん、3兄弟なんですね。兄弟の父と母はイザナギとイザナミ、国海、カニ海をしてこの日本を作った人なんですけれども、妻のイザナミが火の神様を産んだ時にこの参道を焼かれてしまって死んでしまうんです。それで黄泉の国というところに行くんですが、もう生き返ってほしい夫のイザナギが追っかけていくんですよね、その黄泉の国まで。だけどそこにいたのはもう変わり果ててしまった妻の姿。絶対に私の姿見ないでって言ったのに、あなた約束破りましたねって鶴の恩返し的に妻のイザナミがめっちゃキレるんですけれども、もう恐れおののいてしまって、旦那のイザナギはもう必死に黄泉の国から逃げるんですよ。それでも必死に後を追っかけてくる怒り狂ったイザナミ、もう無理だっていうことで黄泉の国にね蓋をして帰ってくるんですよ。結構自分勝手なことをしてるんですけれども、そこで体が汚れてしまったので、イザナギはつくしの日向の淡木原という場所でみそぎを行います。正確な場所は分かっていないんですけれども、おそらく宮崎県にある池だと言われています。そちらで水を浴びながら体を清めるわけなんですけれども、その時に左目からボーンと生まれたのが最高神天照、右目から生まれたのがこの月読の御事、そして鼻の穴からスサノオノミコトが誕生しました。この話、行きのフェリーでもしたの覚えてますかね。そうなんです。なんとこの同じ時に住吉三神も生まれてるんですね。どこから生まれたかというと、池の底と中と表面から生まれた3つの柱が合わせて住吉三神と言われています。なので水に関係する漁業の神様であったり、海上安全の神様であったりするんです。実際に神話の中では新羅に攻めた時の神宮皇后の船をこの住吉三神が守ったという言い伝えもあります。話はそれましたが、この月読の御事、何の神様だったかというと、夜の世界を治める神でした。反対に天の世界を治めていたのが最高神であり太陽神のアマテラスです。で、お姉ちゃんがアマテラス、弟がスサノオで、この2人ものすごいじゃないですか。神話の中でもかなりの割合占めているんですけれども、その反対に月読の御事全く出てこないんですよ。神話の中でミステリアスな存在なんです。そこも私がちょっと惹かれるポイントなんですけれども、なんかこうね、分からない部分が多い人って惹かれるじゃないですか。そんな感じですね。一説によると、夜の世界を治めていただけではなく、月読み、月を読む、つまり暦を読むということで、暦を読むことは農作業や漁業にとって重要なので、月読みは農耕の神、漁業の神でもあったという見方もあります。そんな見解もあるためか、壱岐の月読神社はもともとはこの地の豪族が航海の安全を祈るためにお祭りしたと言われているそうです。言い伝えによれば487年、大和朝廷の使者が壱岐の月読の御事より、私を京都に祭りなさい、その通りにすれば日本中が幸せになるだろうと信託を受けます。
りに現在の嵐山にある松尾大社にこの月読神社を分霊いたしました。そしてその京都を中心にして日本全国に神道が根付くようになり、各地に月読神社も置かれることになりました。したがって壱岐の月読神社が全国の月読神社の元宮となるわけです。このことからこの地は神道発祥の地とされています。じわじわ人気が出始めて、これ何の鉄道ですか？なんかの寄贈だと。壱岐島といえば麦焼酎発祥の地ということで、島の東側芦部港の近所にある壱の花さんにお邪魔いたしました。こちらで蔵元見学、そしてテイスティングをさせていただきます。シーズンオフの時期なんですけど、大体ですね、1年の中で11月の後半から、翌3月ぐらいにですね、その間にその1年分の焼酎っていうのを作るんですけども、じゃあそうですね、はい、もうちょっとですね。そうですね、はい。ただ今年がですね、米がちょっとそうですよね、はい、そうですね。でやっと今年できた分が今の食用の方に今回っててですね、それでちょっとどのくらいお酒の方に回ってくるかなっていうのでちょっと遅れるかもしれないですね。で今これ空っぽなんですけど、はい、焼酎を入れるタンクというよりは焼酎を作る前にまずもろみっていうのを作らないといけないんですけど、それ作るための製造用のタンクですね。全部共通した決まり事っていうのは原料の配合をですね、米が1に対して麦2ですね、うちの場合も1トン対2トンでやるんですけど、これはもうどこの域の会社でも同じ比率でやってますね。でこの米っていうのはこれ米麹に最初加工してですね、でその米麹に麦が入るとこれ麦焼酎ですね、で米麹に例えば芋が入ったらそれはもう芋焼酎になりますね。で米麹に米の場合は米焼酎かもしくは日本酒もこの形ですね。でこちら側が米麹使う地域っていうのは日本で3カ所しかないんですね。壱岐と熊本と鹿児島だけですね。あと宮崎県のちょっと南の方なんかもなんですけども、それ以外の地域っていうのはこっちは米麹じゃなくて麦麹。そうなんですね。はい。なのでCM とかで大分県の麦焼酎が麦 100% って言うんですけど、あれはこっちが麦麹麦なんですね、大分県の場合は。確かにどういう意味なんだろうってちょっと思ってたことある。そうなんです。麹が麦なのでもう全部麦でできた麦焼酎ですよっていうのが大分県ですね。いや、面白い話を伺いました。こちらの米麹で作られた焼酎の3つ、世界的にも評価されておりまして、正しい産地であることを示す地理的表示が許されています。壱岐島で決められた作り方以外で作られたものは壱岐焼酎って言っちゃいけないみたいな決まりですかね。室町時代に松戸藩の領地となった壱岐、肥沃な土地で米作りが盛んだったんですが、厳しい年貢を納めると米はほとんど残っていなかったそうです。そんな時、壱岐島朝鮮半島に近いですから、大陸から最先端の蒸留技術が入ってきます。それを用いて壱岐の人々は麦を主原料に米麹を使い、麦焼酎を完成させ、この地が発祥の地となったのです。原料は全て同じなんですけれども、貯蔵するのが樽なのかタンクなのか、そして年月の長さで味わいを変えていくそうです。こちらで同じ度数の4種類の麦焼酎を試飲させていただきます。貯蔵熟成の違いでどれほど味に変化が出るんでしょうか。同じ度数の4通りの飲み比べっていうことでご紹介してますね。最初に仕込み水地下水ですね。ちょっと当てましてよかった。ありがとうございます。で焼酎もですね、寝かせる容器でちょっとタイプが変わってきます。一般的にタンク貯蔵が壱の花と初代カスケになります。透明瓶に入れると分かるんですけど、こんな風にタンク貯蔵はお水と一緒なんですね。
それに対して今こういった樽に入れて寝かせますと、やっぱり樽は樹液、エキスがありますので、5年寝かしてる間にこういったものが年月の間にこういうふうに黄色く色がつくんですね。これが見た目の違いです。白物、色物でタンク、樽です、じゃあ実際味わっていただくわけなんですけれども、なんで2通りずつあるのかっていうと、今度は熟成の年月の違いですね。粋の花が2年、初代加助が5年です。2年5年っていうふうにちょっと飲み比べていただくと、ちょっと熟成っていう意味がお分かりいただけると思います。こちらの容器で継ぎますけど、もし多かった場合は余った部分は寄せていただいて、また次の銘柄継いでいきます。で、度数は25度、タンク貯蔵の2年ものですね。ありがとうございます。美味しい。鋭い味がします。そうですか。ちょっとお冷やもね、お飲みになってください。それをさらに熟成長く寝かせると5年になるとこちらになります。あ、ちょっと柔らかい気がする。違いがお分かりいただけますね。それが熟成なんですね。やっぱりちょっとこう尖っていた部分が丸くなりますね。そうです。丸くなるっていう、それウイスキーみたいですね。もう違うでしょ。焼酎らしくないでしょ。それが麦焼酎みたいじゃないですね。そうですそうです。それが樽の特徴なんです。これすごいな、美味しい。洋酒っぽくない。洋酒っぽくなりますね。そうですね。で、今これがちょうど5年なんですけど、こちらがさらに5年で10年寝かしてます。色がついてますよ。確かに。いただきます。全然違う。全然違う。もっとこう柔らかくなっていってますね。それが熟成だっていうふうにお考え。どちらの方ですか？私名古屋なんですけど。名古屋の方にはねまだ出てない。ここで送れば大丈夫。大丈夫です。はい。これ一番美味しかったかもしれないですね。今ね結構皆さんお声上げていただいてます。ちょっと焼酎らしくない。ということでこちらの樽5年熟成の海ガラスお持ち帰りしましたんで、またライブ配信で一緒に乾杯しましょう。ぜひ真心かこやメンバー入ってください。試飲してて面白かったのが、タンク貯蔵だと熟成年月で味が丸くなるんですけれども、これが樽だとウイスキー味増すのかなと思ったら年月長くなってまた違う味わいになるんですよね。そしてパッケージに蔵元に近い小島には神社が鎮座し、干潮の時だけ参道が現れる。この島に住むカラスたちは昔から神の使いでありながら夜な夜なに街へ繰り出す粋な遊び屋でしたと書かれています。美味しかったです。ありがとうございました。美味しかった。結構飲んじゃった。アルコール度数多分 25% ぐらいありますからね。ガツンときました。さっきの焼酎に書かれていた小島神社来ました。引き潮の時は向こうに渡れるみたいなんですけど、修学旅行生が一生懸命渡ってますね。今渡ろうとすると若干足が濡れるけど、学生は別に関係ないって感じで、裸足でみんな渡ってる。みんな靴脱いで渡ってますね。一生懸命。若いからもう失うものないんで先のこと考えちゃいますから大人はなんかさっきの海ガラスの焼酎のパッケージにこの神社のこと書いてあって、書いてありました。そうですか。そう、小島神社にカラスがいっぱいいてみたいな、それが神の使い的なこと書いてありましたね。ヤタガラス。ヤタガラスみたいな。そしたらカラス本当にいっぱいいるなと思って
へみんな怪我しないようにね。え、すごいね。すごいですね。貝殻で足切ったりせんとかな。あー、何も知らないと強いですからね。人間っていうのは。これもこれで風情があります。修学旅行生を見るっていうのなんかいいなと思います。なんか渡ったらあるんですか、向こうに。ぐるっと裏その島を裏回ってその階段があって、あ、なるほど。その島の頂上に神社が。へえ。ここはスサノオノミコトが。ああ、なるほど。うわ、ガラス。あー、なんかちょっと絵になるな。海ガラス。あれ飛行機も。あれ息の。あれ息の飛行機なんだ。ああ。へえ。高千穂は去年行きましたね。で、夜神楽見て。夜神楽、神楽、はい、夜神楽見ました。すごい棚田なんですね。ここはちょっとした棚田で。お米ですか？大体米。大体米。あとほら上から。あ、本当だ。ちょっとほら屋根が本当だ。出るでしょ。はぐねぐねって。でここ山を削って作ってあるんで、こう山の稜線を削さないように、ちょっと丸みを帯びたや。なるほど。気象さんの。黒川気象さん。はい。黒川気象さん。ね、こういうデザインが多いですよ。奇抜なデザイン。奇抜なデザイン多いですね。よいしょ。はい。ありがとうございます。よいしょ。行ってきます。はい。すいません。よいしょ。はあ、来ました。壱岐国博物館。ってことで壱岐国博物館来ました。一生懸命勉強していきましょう。本日の最終目的地はこちら壱岐国博物館です。壱岐島の歴史、主に古代壱岐国だった頃、人々がどのように暮らしていたのか深く勉強することができます。魏志倭人伝の世界、邪馬台国への道。3世紀末に書かれた中国の歴史書三国志の中の魏志倭人伝には、日本国内の様子や邪馬台国までの道のりなどが2800文字で記されています。壱岐は朝鮮半島にある九谷韓国を出て対馬国の次に海を渡って訪れた壱岐国として登場します。1700年ほど前、壱岐島は中国の歴史書魏志倭人伝に壱岐国の名で登場します。このことは東アジア世界での存在の大きさ、関心の高さを物語っています。当時の日本倭国には女王卑弥呼が治める邪馬台国を中心とした国が存在し、またそこに属さない国も存在していたことが記してありました。博物館ではこのような図を用いて、どのようなルートで大陸から邪馬台国を目指したのか、またそれぞれの国の王都やどのような暮らしがあったのかを写真やミニチュアを用いて分かりやすくまとめられていました。眺めるだけでも非常に面白かったです。邪馬台国の正確な場所は特定されていないんですけれども、海を渡って2つ目の国壱岐国はここ壱岐島だったということが分かっています。というのも、ツアー冒頭で展望台から深枝原っていう長崎県で2番目に広い平野を見たと思うんですけれども、あそこから春の辻遺跡という遺跡が発掘されたんですね。そこには紀元前3世紀頃に形成された大規模な環濠集落があって、そここそが壱岐国の王都だと特定されました。現在ね、その場所は春の辻復刻公園となっておりまして、復元された環濠集落などを見ることができるので、帰り道ドライブしながら楽しみましょう。そして今ミニチュア川を渡っている大陸からの使者がいましたが、ああいう小さい木造の船で一生懸命、海を渡ってきたわけです。
先ほど海ガラスのいる小島神社見てきましたが、あそこ内海と書いて内目湾と言います。あの内目湾が大陸からの船を迎える玄関口となっておりまして、そこからつながる旗鉾川の先大戸に近いところに船着き場があったといいます。壱岐国は世界が平和な時は中国大陸や朝鮮半島の先進文化を取り入れる大地として大いに栄え、反対に関係が悪化すると日本軍の半島への最前線基地の島になるという非常に得意な役割を担っていたんですね。展望台まで来たんですけど、玄界灘とか小呂の島、これ見てきましたね。来るとき愛の島とか沖ノ島も見える。で、この目の前に見えてるのが春の辻遺跡。そう、魏志倭人伝にね、ここに壱岐国があった。対馬より先に行くと壱岐国があって、ここを通して最終的に邪馬台国に行ってたという、再現されたね遺跡の跡があります。で、これ朝行った竹の辻ですね。丘になってるところが竹の辻で、向こうにちょっと隠れちゃってくるけど、向こうの方面にインド寺、こうやってきた私がね降り立った港があって、その奥に見えているのが唐津。あっちが唐津の方面かな。この船着き場っていうところに朝鮮大陸から船がやってきて、壱岐国にね来てたんですね。で、この深江田バル平野なんですが、今では麦とか米とかたくさん取れて、さっきの麦焼酎作るのにもそこの原材料はねたくさん取れてるっていうお話をさっき伺いました。この壱岐で麦焼酎が作られてたのは、いろんな会社が創業1900年前後ぐらいになってるらしいんですけど、それはなんかその頃に免許がないとお酒作れないっていうことで、急いでみんな免許取ってね創業会社作ったっていう感じなんですけど、本当はもっと昔から作られてたでしょうねっていうお話伺いました。で、今その深江田原春の辻遺跡とかある場所で麦焼酎を作るための、米麹用のお米と、あとは大麦が作られているんですけど、米がゴールデンウィークぐらいに田植えして、その後9月10月ぐらいに収穫したらすぐ麦を植えて、麦が取り終えるのが10月末ぐらいって言ってましたからね。だから1年間畑の中でほとんど米か麦が栽培されていると。麦焼酎が作られるのがだいたい11月の末から3月ぐらい、その畑に米とか麦がなくなる時に作られるんですって。その間って畑何もないじゃないですか。そこの間に土を作る。で、その土を作るためにまかれる肥料が、焼酎を作る時に出たもろみかすだったり、それでも残ったやつは牛の餌として牛から出た糞をまた畑にまいて土を作るんですって。その焼酎が残ったもろみやら、もろみを餌に食べた牛の糞やらで畑を作り、で焼酎が作らない、原材料を収穫する時期にはずっと米と麦を交互に作るらしい。だから、ね、畑ね全部刈られてないんですよ。多分目の前はね本当に麦畑とかお米作ってるとこなんですけど、ちょうど刈られてね、全部刈られて今は土を作る時期なんでしょうね、はい、さっきの倉本さんでいいのかなでは、その麹の種類3つぐらいしか違わないんですって。黒麹、白麹とか3つぐらいしか違わなくて、あと他の味の変化はタンクで貯蔵するか樽で貯蔵するか、その2種類で、あとは貯蔵の年月だよね。だから4パターンですね。樽の違いと貯蔵年月の違い、4パターンで3種類の麹から
合計ね20種類ぐらいの焼酎作ってるって言ってましたかね。元の原材料はほぼ同じ、貯蔵の仕方で味わいを微妙に変えていくというお話でした。興味深かったです。ありがとうございます。あそこって牛舎ですかね。あん中に今も牛さんがいるのか分かんないけど、だから残りのカスを餌にしてあげて、糞が出たらこの畑に巻いて土を育てるっていう形なんでしょうね。この壱岐国博物館なんですけれども、建築されたのが黒川紀章さん。中銀カプセルマンションみたいなのあったじゃないですか。結構有名な、もう壊されちゃいましたけど、中銀とか、あとは国立新美術館、国立新美術館だっけ、東京にありますけど、すっごい変わった形のぐねぐねっとした建物、あれを建てられた黒川紀章さんが建築されているということで、ちょっとこう流動的な形の変わった作りの建屋ですよね。で、もともとここは小高い丘、辻っていうんですかね、こっちの言い方で言うと丘だったんですけれども、そこを削って平らにしてこの博物館を建てたってことで、その山をまたイメージしてこうポコッと山並みになるように作られているそうです。ありがとうございました。楽しかった。息を勉強になりました。ちょっと今日一日お世話になっちゃったんで、たくさん写真を撮っていただいた猿岩のお菓子、運転手さんに差し入れしようと思います。ありがとうございました。お世話になりました。あ、ちょうどだ。すいません、ありがとうございました。以上。船の泊まる場所があるって。このね、右側の建物のもう少し奥なんですけど、もう今埋め戻して、あとは見れないです。あ、じゃあ川も全部海からつながってるんです。そうです。引き込んで。さっきのほら小島神社でしょ。はい。あそこ、辺りから遡って。いい感じですね。おお。弥生時代からの平野ですから。左がちょっとね。なってますね。はい、ありがとうございます。これ今日大したもんじゃないですけど、お土産で、はい、お世話になりました。ありがとうございます。猿岩のお菓子。持って帰りませんか？いえ。どうぞ食べてください。はい。お世話になったんで。すみません。はい、楽しかったです。よいしょ。すみません、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでホテル帰ってきまして、日も暮れました。ちょっとお腹空きました。ということで今晩は生き牛パチ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 、ウニも食べて、次は生き牛で壱岐の幸を網羅します。小高い山の上には郷ノ浦高校もありましたし、今日一周する中でね、結構学校あったんですよ。中学校は4校、高校が2校で、小学校は10数校ぐらいあるらしいんですよね。で、
離れ小島の方にも分校とか学校はしっかりあって、人口は壱岐市2万4千人くらいらしいんですけれども、結構賑やかで、割と少子化がささやかれ、まあ減ってるんだと思いますけどね、昔に比べたら。だけどそんなに寂しい感じはね本当にしてないですよ。賑やかな街です。ということで本日は昨日西神社の隣美味しそうって見た、海岸食堂さん、あちらにお邪魔したいと思います。よろしくお願いします。あと11月7日、もうね寒いです。かわいい猫ちゃん。地域猫になるのかな。結構ね猫ちゃんがテクテク歩いているなという感じです。で今の気温がね10何度かな、12、3度ぐらいですかね。昼間になっちゃうとちょっと暑いな、ちょっとだけって感じですけど、基本的にこの上着ずっと着ててちょうどいいみたいな感じ。夜はもうこれだと肌寒いですね。でタクシーの運転手さんがおっしゃってましたが、壱岐島はねやっぱり九州の内陸とかの方と比べると夏はそれほど暑くないらしい。まあ36、7度ぐらいは行きますけど、九州の方から来られた方はねそこまで暑く感じないですねっていうのをよく言われるっておっしゃってました。御凧の由来、そうなんか至る所にこの鬼のお面をしたタコのモニュメントみたいなのがあったんですけれども、昔壱岐の島は鬼ヶ島と呼ばれ、たくさんの鬼が住んでいたと言い伝えられています。今でも鬼の岩や、今日行きましたね、鬼の足跡など鬼のついた名前旧跡が残っています。壱岐の代表的伝統民芸品鬼凧は、上部に鬼の顔、下に兜をつけた武者を描いた凧です。壱岐に鬼退治に来た百合若大臣が鬼の首領の首をはねたところ、首が舞い上がり落下して大臣の兜にしがみついて息絶えたということです。あ、それから来てるんだね。なので旧暦3月3日の節句の日には花散らしといって、家族で小高い丘に登り鬼凧飛ばしをし、ごちそうを食べて楽しむ風習があるんだって。なんかすごいね。節句3月3日の節句の日に鬼凧をあげるって面白くない？女の子の節句の日だよね、3月の3日ってね。この焼肉郷さんもいいよって教えていただいたんですけれども、どうしようかな、焼肉にしようかな。なんか自分で焼くのちょっとめんどくさくなってきたからステーキにしよう。そして今日も西神社のご神木がビンビンです。お腹すいた。はい。本当に昼間はウニ、夜は生き牛、罰が当たっても仕方ないほどの食事ルーティンをしております。朝昼合わせてざっと8000円ぐらい使っているんですけれども、いいのよ。
これも一気にたくさんお金を落としに来たんですから、今回は、あなたのおかげで大豪遊できております。ありがとうございます。わー、壱岐島はクジラ肉やイカと同じくこの壱岐牛も歴史が非常に古いんです。先ほど見てきた春の辻遺跡からも家畜牛の骨が出土しているそうです。さらに鎌倉時代の国産の牛を解説した書物には筑紫牛の名前で壱岐牛の紹介がされています。それほど昔から壱岐が牛肉の産地だったということがわかります。壱岐島は四方を海に囲まれ、玄界灘の暖流の影響もあってとても気候の穏やかな自然豊かな土地です。昔から農業も盛んな壱岐なんですけれども、これを手伝う手段として牛が使われていたんですが、その肉質の良さからいつの日か食用になったんです。気になるその味わいなんですけれども、島特有の潮風により適度な塩分を含む飼料を食べて育つので、ミネラル分豊富で肉質は柔らかく、霜降りのお肉でありながら脂は上品であっさりしています。私ね、お肉苦手なんですよ、正直。それも A5 ランクとか霜降り肉になればなるほどちょっとうってなっちゃうタイプの人間なんですけれども、これ心配してたんですよね。想像以上にドデーンとお肉がこの2枚も乗ってきたんで、全部平らげられるかな、胃もたれせずにと思ったんですが、マジで脂あっさりしてて、多分今まで食べてきた A5 ランク級のお肉の中で一番美味しかったです。もう冗談抜き。まあそれもそのはずで、この壱岐牛を名乗るには非常に厳しい規定があるそうなんです。まず一つ、壱岐で生まれ壱岐で育った黒毛和牛であること。2つ目に壱岐市の農業組合の構成員によって育てられていること。そして3つ目、餌も壱岐国っていう特別な配合飼料で育てられていることと、最後に日本格付け協会で肉質等級が5439以上のものであることと、厳しい審査を通り抜けて立派な壱岐牛に育つわけですね。そして壱岐で生まれた子牛だったら間違いないということで、全国から各地の有名ブランド和牛の元牛として他県から壱岐の島に子牛を買い付けに来ることもあり、あの有名な松坂牛も壱岐で生まれ壱岐の市場で買い付けた子牛を松坂牛として育てるということも珍しくないそうです。ということで、壱岐牛のみならず付け合わせのお野菜ポテトにお米お味噌汁一滴一粒も残らず平らげました。噛んじゃった。美味しかった。完食ありがとうございました。全然気持ち悪くならなかったです。あとびっくりしたのがね、このお米、壱岐のお米ね、超美味しかった。山盛りであったんですけども、ペロッといただけちゃいましたね。これは米麹で作った麦焼酎も美味しいわ。お家に帰って飲めるのが楽しみです。ごちそうさまでした。食ったマジで壱岐牛ステーキ、半分ぐらいの量が来るのかなと思ったら、めちゃめちゃ2枚重ねでドーンってきて、正直ビビりました。はい、かなり日和りました。私お肉動画でそんなに食べてないと思うんですよ。割とお魚を選んでたりとか、そんなに肉食べてないっていうのも理由があって、プロ肌たちにはきつい肉はきついんです。唐揚げとかもきつい。だから割とステーキね、本当に豪華ですよ。でもう贅沢品なんですけど、あんまり選ばずに通ってきた人生なんですよ、昔から。なんだけど壱岐牛、タクシーの運転手さんも結構脂がさっぱりしてて美味しいですよって言ってておっしゃってたんですけど、2枚ペロッといただきましたが、本当にそこまで胃もたれしない。これは確かにそうだなと思いました。美味しくいただきました。ありがとうございます。すごい、もうテンション上がっちゃったから、壱岐牛も美味しくいただいて、はい、最後に旅立つ前に西神社ご神木シンボルさんに感謝を述べて、ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、ありがとう。頭の方までありがとうございました。ホテル戻ります。あと昨日ちょっと行ってみたかったリックっていう壱岐の島のコンビニ、ちょろっと覗いて帰りましょうかね。よろしくお願いします。リック来ました。よいしょ。
邪魔しました。リックさん初めて見たんですけれども、なんか九州にはぼちぼちあるコンビニなんですかね。ローソンとかメジャーなところはかなり距離が遠いところにあったので、リックさんお邪魔しました。そしてさすが息、ずらっと並ぶ麦焼酎の数、コンビニでこんな光景見たことありません。もう今日朝から結構動きまくってですね、お化け酒1杯で結構フラッとしてしまいました。でテイスティング25度ストレートで4杯ぐらいいただいているので、ちょっともう食欲がね、満腹中枢バグっちゃってるんで、2次会用の食料を探したいと思います。こんな感じでお弁当も置いてあるんですね。少しデイリー山崎チックなこの店舗で作っている感じですね。非常にあったかな、こうローカルなんていうの、地元に根ざしたコンビニでしたね。そしてここにはずらっと並ぶ郷の浦山形祭りですかね。タクシーの中で聞きましたけれども、博多で山形祭り終わった後、7月下旬にそれを借りて、郷の浦でも疫病退散の歴史の長い山形祭りが行われると。袋ってお願いですか。袋ですね。はい。思ったより品揃えめちゃくちゃ良かった。ちょっと夜食買っちゃいました。お腹めっちゃいっぱいなんだけど、ちょっとお酒入ると気持ちが大きくなるのと、胃袋もバクってくるのがちょっとダメなところですね。ということで始まりました加古鉄の尺稼ぎタイム。本日は壱岐島のコンビニエンスストアリックさんで尺を稼いでいく。わー、はい、2次会買ってきたもの、まずわさビーフ。角鉄は、わさび大好きです。何の変哲もないどこでも買えそうなわさび。はい、こちらわさビーフ。こちら、そして今いるのは長崎県だけど、ドドン、こちら熊本本店熊本マー油豚骨ラーメン。これを食べるためにお湯を沸かしているのでちょっと騒がしいです。今横が沸騰する音で、はい、この2つ。そしてですね、ちょっとこれ食べたいなと思って、昨日唐津の港で買った、玄海のクジラの、玄海漬け、はい、かす漬けになってるやつですね。これと、すいません、ちょっと一番星がなかったんで朝日になっちゃうんですが、これで尺を稼いでいこう。みんなで尺を稼いで加古鉄の動画単価を上げて、またあなたを素敵な土地へ連れて行きたい。その本当にあなたを思っての行為です。これはあなたを思って尺を稼いでいます。よろしくお願いします。うるさいな、ちょっとうるさいな、沸騰するまで待つか。ということで加古鉄が一生懸命圧をかけたので、はい、弾圧をめちゃくちゃかけたのでお湯が沸きました。こちら投入していく。何分待つんだっけ。最近のカップラーメン投げんだよな。昔ってさ、全部基本3分だったじゃない。これ何分？ 5 分か。アレクサもいないからタイマーかけらんないや。5分。まあ体感5分でいきましょう。体感5分。はい、5分です。これをよそに置いておいて、これですね。玄海漬け。クジラの頭の部分の軟骨。生成したクジラかぶら骨を銀状調味かすに漬け込んであります。だって。なんか頭のところの軟骨って昨日ね、お姉さんが言ってた気がします。はい。開けていきましょうか。ちょっと勇気いるな、なんか。じゃん。うわ、結構すごい。割とねっとりとした。うわ、すごい。甘酒のちょっとなんだろう、発酵すごいしてる甘酒みたいな、ちょっとヨーグルトみたいな風味もありますね。発酵したクリーミーな、まあ酒粕っちゃ酒粕か。よいしょ。ということで、ちょっとごめんなさい、お箸刺しちゃあれか。ちょっと横にして、これで。ということで皆さん、ホテル2次会よろしくお願いします。今日は朝日で星になる。ごめんなさい、札幌の社員さん見てくれてるってこの間
上越新幹線で声かけてくださって、いつも見てますって札幌の社員さんに声をかけていただいたのに、朝日飲んじゃってごめんなさい。よっ。乾杯。うん。そしてだ。なんか、どこに入ってんだ？これかな？ちょっと不思議な感じなんですけど、贅沢にいっちゃいますか？ちょっとクジラっぽいな。クジラっぽいじゃない。クラゲっぽい。なんか、これですね。クラゲっぽい感じの形。クラゲを漬物とかなんかそういうのにしてる、加工してるところもあるからね、地域で。これは多分めちゃくちゃ好みが分かれる。めっちゃ好み分かれるだろうな。想像してたのは西京漬けみたいな、魚のかす漬けの焼いたやつあるじゃん。西京漬けみたいなのをちょっと想像してたけど、全然違う。もっとお酒感が強い。結構お酒感強いですね。コリコリしてて、美味しいけど苦手な人多そうな味な気はしました。まあものは試しです。不思議な味がする。なんか初めて食べるな。これがこの土地の味なんですね。土地を食べる。美味しいかどうかじゃないです。その土地を舌で体感する。それが旅っていうもんです。否定はしちゃいけないわ。ってことで、体感5分経ったので、早すぎない？体感5分経ちました。多分こちらはどこでも買えると思う。絶対カップラーメンだからどこでも買えるよね。どこでも手に入るからカップラーメンになってんだもんね。だってご当地カップラーメンとかもあるけど、熊本今回の旅にも行こうかなと思ってるんですけど、先取りでちょっと熊本の味をいただきたいと思います。カップラーメンですけどね。いや、壱岐島本当は今日6時間のコースにしたんですよ。27,000円で。で、6時間コースって最初にこうモデルコースがあって、こういう感じで進みますよみたいな。だけど行きたいところをおっしゃってくれたら、そこをこう元にコース組み直しますよっていう感じだったんですよ。で、私日本神話好きなんで月読神社行きたいし、元寇文永の駅と弘安の駅、あそこの跡地をちょっと見たいなと思ってて、そこに行きたいんですって言ったら、日本神話とかそういう神社系とか歴史好きなんですかって聞いてくれて、そうなんです、好きなんですよって言ったら、じゃあそこにまつわるところ他にもあるんで、そこと関連づけるような形で旅組みますねって言ってくださって、最初のね、そのモデルコースにホームページに載ってるモデルコースからはかなりこうルートを変えていろんなところに、ね、連れてっていただきました。さすがだなと思って。で、全部回る場所私がドンピシャでハマる場所で、いやー、ありがたかったですね。さすがすぎる。そしてなんかカメラワークも最高に良くて、やっぱ観光業にお勤めの方って本当に素晴らしいなと思って、なんか少しでも私を楽しませようと、来てくださった方を楽しませようと尽力してくださってありがたかったです。嬉しいです。よかった、壱岐島来て。いただきます。うまっ。最近のカップラーメンって本当美味しいよね。いろいろ美味しいものを食べ尽くした後の、全部食べきった後のカップラーメンってうまいんだよね。なんでなんだろうね。2年前母鉄とちょうど水風に乗りましたけど、水風で2泊3日した後の新大阪で降りたたこ焼き、めっちゃ美味しかったです。水風に乗ったからこそ、たこ焼きがなおよりうまく感じる。水風の高級感がなかったら、たこ焼き
そこまでじゃなかったかもしれない。もう2つ合わせないといけなかったんですよね、あの瞬間は。そういうことです。何が言いたいか分からなくなってしまいましたが、今日は2次会こんな感じで打ち上げようと思います。ありがとうございました。また明日から場所を変えて新たな地に向かいますが、明日も何卒よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。おはようございます。顔パンパンやで。もう壱岐の島はガンガンに晴れでございます。本当に天気いい日続いてくれてありがたい。朝はかなり涼しいですね。もう肌寒いです。でチェックアウトしました。今日はジェットフォイルですね。ジェットフォイルに乗って1時間くらいすぐ着いちゃいます。博多へ向かいます。ちょっと今日は雲が多め。これ全部があれだ、猿岩の形になってるんだ。すごい。今日もね、朝早くからボボボボボボボってここの湾っていうのかな、川の中にお船がたくさん入ってきてましたよ。この北海道とか青森の方からイカ釣り業で各港を寄港しつつ壱岐の島まで降りてくるって昨日教わりました。これ川に見えるんですけど、ずっと奥まで海とつながってるんですよね。この入り組んで内側まで引かれてるっていうような形です。私がやってきた時は東側下の方のインド寺港からの到着だったんですけれども、今度は西側ですね、郷の浦港、そこからジェットフォイルに乗ります。歩いてるとね、柵がないところがあってすぐスポッて下に落ちちゃいそうなんだよね。危ないですよ、よろけたら。なんか全然そんな雰囲気出てないけど、ここなのかな。三島航路郷の浦客船、三島ってあれだ、昨日見ましたけど離れ小島の3島あったじゃないですか。そこにつながる多分定期連絡船の待合所がここなんだろうな。もっと郷の浦港はでかいはずだから。フェリー三島、そうだ。なるほど。はい。こっからこうやって現在地ここで渡良浦、ここに寄ってから3島にぴょんぴょんって行くんですね。定期航路が出てるんですね。でこの2つの島、大島と長島は橋がつながってるんですけど、これ一つ一つに確かね、小学校の分校とかがあったはず。あとは砲台跡とか神社とかもまたこの一つ一つにもあるんですよね。発電所跡だったり、なんか昔は島は戦時中には要塞として使われることが多かったっていう、本土からも離れてるし島一帯をそういう風にしやすかったんでしょうね。へえ、面白い。で私が行くのはここじゃなくてジェットフォイルの発着所です。ここは壱岐通運株式会社海運かな。向かいには倉庫があっていろんなものが載せられて港を発着するのでしょう。来ました。ここが郷の浦ターミナルビル。ここに発着するんだね。あそこら辺から車とかも一緒に乗り込めるのかな。ジェットフォイルはネット予約ができるんですよ。昨日の一昨日か、唐津の船は電話予約しかできないんですけど、事前にジェット船予約してるので、ターミナル通って乗り込んでいきましょう。郷の浦壱岐サイクルフェスティバルとか、これですね、祇園祭り
祇園山笠が博多で終わった後にこの上の飾り借りてきてやるって言ってましたね。郷の浦祇園山笠。ただ壱岐国牛祭りなんかもある。はい。猿島、鬼の足跡、架空の辻、ツインズビーチ。割引カードとかはないですよね。ないです。はい、ありがとうございます。無事到着いたしました郷の浦港。ホテルから歩いてだいたい10分ぐらいでしたかね。Google マップでルート検索してたんですけど、目的地に指定された場所がさっきの三島の定期線のところで、あれこんな小さいところにジェットフォイル来るのかしらってちょっと焦っちゃいましたね。なんとか時間内に間に合ってよかったです。ちなみに郷の浦港からはジェットフォイルだけでなくフェリーも発着しております。そして来る時に使ったインドージ港と比べるとその規模感だいぶ違うの分かりますでしょうか。建屋が3階建てで、その1階にはねこんなしっかりとしたお土産物の売店なんかも入っております。やっぱりジェットフォイル博多に行かれるお客さんものすごい多いですね。インドージの唐津経由は全然いなかったんですけど、下の待合室がいっぱいになっちゃったので、なんか3階からはフェリーが発着するのでフェリー待合室も使ってくださいって書いてありましたから、ちょっとそっちで待たせていただきましょう。誰もいない。誰もいないわ。ラッキーだわ。なるほどね。ここにもちょっと簡単な壱岐の遺跡紹介みたいなのがありますね。フェリーはここから乗れると。フェリーは3階なんですね。ジェットフォイルが1階。ジェットフォイルめちゃくちゃ早いですよ。博多まで50分とか1時間10分ぐらいで着いちゃうんで、それがフェリーだと2倍ぐらい時間かかるんですよね。嬉しい。清掃員の方が開閉禁止って書いてあるんですけど、外出て見ていいですよって言ってくださったので、おーかっこいいジェットフォイルやってきましたよ。はあ、ジェットフォイルは多分速さがめちゃくちゃ速いから乗船客の方って外に出れないと思うんですよね。看板とかの方にフェリーと違って、だから内側から楽しむような形になると思うんですけど、1階席の一番先頭部分が空いてたのでそこの席をね取ってみました。1階の 1F 席ですね。ちょっと2階の方が眺望良かったかもしれないけど、ちょっとね船長気分というか船乗り気分になって一番先頭座席1時間ちょっとですけどね、楽しんでいきましょう。本日は壱岐島を出発して博多湾の方向にぐーっと向かっていくわけですけれども、現行の2回目港湾の駅とかに現のね向こうの敵方の軍が確か博多のそっちの方面にもこう侵攻していってるんですよ。だからその時のこの現軍の気持ちになりながらというか、思いを敵国に馳せるっていうのもちょっとおかしいかもしれないけど、その当時のね状況なんかも考えつつ今日は海を渡れたらいいかなと思います。ちょっと曇っちゃいましたけど、行き観光してる間中はずっと快晴だったんで雲一つなくて本当に良き天気となりました。良き天気、心安らかなり我が心健やかにして今
博多へ向かうなりジェットホイールヴィーナス到着です。かっこいいね。ということで乗船しましょう。ありがとうございました。よいしょ、また来るな。ということで乗船いたしましょう。加古鉄人生初の、多分覚えている限りはジェットホイールでございます。ボーイング製、素晴らしい、楽しみ。ちなみにフェリーも出てるってさっき言ったんですけれども、フェリーだと2時間くらい博多までかかるんですかね。ジェットホイールだと半分の1時間です。料金もやっぱりどうしても早い分高いですね。ジェットホイールの方がだいたい6000円くらい大人1人かかります。フェリーだと半額ぐらいだったかと思います。お願いします。おはようございます。いらっしゃいませ。お願いします。次わかりますか？あ、大丈夫です。はい、ありがとう。おはようございます。うわ、すごい。初めて乗りました。記憶のある限りはジェットホイールこんな構造なんですね。一席一席にしっかりとシートベルトがついていて、まるで飛行機みたいな雰囲気です。その代わり船の中自由に動けないのと、1階席だとねちょっと窓が上側についているので眺望悪いんですが、そうすると外の景色撮れなくてカメラ回せませんから、寝ることができるっていう、はい、YouTuber ならではのありがたいポイントです。で、売店も中にはありまして、こういう形でメニューが一席一席置いてあるんですけれども、海を渡っている途中で売り子さんがコーヒーいかがですかってこう販売しに来てくれるので、シートベルトつけておかなければいけない時間でも飲み物を購入することができました。これもなんか新幹線みたいですよね。では、それでこっちになっております。船内は全席1席になっております。お間違いないようご確認ください。本船は高速運行に伴いお客様のシートベルトの装着が義務付けられております。前方のシートベルトの装着サインが点灯いたしましたら、部活席の上に必ずシートベルトの装着をお願いいたします。なお、出港後海中生物は目撃されている海域を航行してまいります。売店お手洗いのご利用はお早めにお済ませくださいませ。いまいちだったんですけれども、一番先頭の座席でテレビが超よく見えて、おー、ジェットホイールってこうやって泳ぐのかと、もう乗ってると外からの風景って見えないんでね、非常に楽しめました。泳ぐっていうよりも海面上走ってますよね。それもそのはず、さっき3階から船体アップした時にボーイングって前面に書いてあったんですけれども、飛行機のボーイング社が技術を集結して作ったのがこのジェットホイール。普通の船のように見えるんですけれども、この水中に飛行機のような翼が生えていてですね、海面から完全に船体を浮いて走るように高速で渡るんです。そして驚くことに、こんな走りを見せているのに全く船体揺れません。船酔いとかしやすい方はマジでいい乗り物だなと思いました。ただ雑魚寝席とカーフェリーのように車は積めないので、その点がねフェリーを選ぶポイントかなと思います。水曜どうでしょうのようにもう雑魚寝で船にグワングワン揺られながら行きたいっていう方はねフェリーをおすすめします。おかげさまで大爆睡できました。本当に揺れなかったです。私乗り物系 YouTuber なので、どうしても移動中って一睡もできないことが多いんですけれども、ちょっと寝るだけで本当に脳がパッと冴えて元気になりますね。前方に迫ってまいりました。博多湾に浮かぶ島々、糸島半島とか能古島、玄海島、志賀島とかが見えますね。
入ってまいりました。久しぶりの博多。今までずっと佐賀と壱岐に行っていたので、あまり海辺に大きいコンビナートがあって高いビルが建っている場所ってなかったんですけれども、久々に都会に圧倒されております。あちらに止まっているのは大型客船ですかね。なんだか見たことないデザインでした。海外船でしょうか。そして見えてきました、こちら JR 九州クイーンビートルなんですよ。韓国までつながる船だったんですよ。私一度乗りたかったんですけれども、今年ね日韓航路の廃止が決まってしまいました。いやー、乗っておけばよかった。推しは押せる時に押せ、孝行したい時に親はなし、後悔先に立たず、食べたいものは今たくさん食べましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。到着しました、博多。全然揺れなかったですし、しかもめっちゃ早かったですね。快適すぎてほぼ1時間爆睡で、現行の時代に思いを馳せている暇すらなかったです。ありがとうございます。ということで、ここからバスに乗って博多駅向かいます。壱岐島2泊3日の旅いかがでしたでしょうか。次はどこでお会いしましょうか。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。かこてつでした。バイバイ。皆さんこんにちは、かこてつです。動画の最後にお邪魔いたします。今日ちょうどね壱岐の島編の編集を終えまして、日付が2024年の12月28日、年末ですね。そんな話しながらここすごいごちゃごちゃしててすいません。自宅で撮ってます。モザイクかけときます。汚いんで。はい。で、別にこれ最後に尺稼ぎしようとかってしてるわけではないです。マジでこれはそうじゃなくて、今日の動画が2024年上げる多分最後の動画になりますので、1年間のお礼を画面の向こう側のあなたに一緒に駆け抜けてくださってありがとうございますということで、お礼動画となっております。本当にありがとうございました。去年2024年の1月1日はですね、近鉄の終夜運転でちょろっとだけ伊勢神宮の月読神社とか寄ったりしながら、初日の出眺めながら姫路まで私鉄で向かったんですけれども、動画からもう1年経っちゃうのか。早いなぁ。いろんなとこね行きましたね。今年は飛鳥2にも乗りましたし、最高な1年となりました。あなたのおかげでありがとうございます。そんな感謝の気持ちも込めて、今年も年越しライブやります。イエーイ、毎年恒例。ゼロ次会をですね、真心かこやっていう私のメンバーシップの方でゼロ次会をして、で年越しの瞬間は全体ライブ配信しようかなと思ってます。でスペシャル感じだったけど、スペシャルゲストもお呼びしてます。今年なんと2人で配信です。ということで、ゼロ次会からのご参加お待ちしております。メンバーシップ概要欄、コメント欄の上部に貼っておりますんでお礼というか誘導動画みたいになっちゃいましたけれども、今年もお世話になりました。ありがとうございました。来年は蛇年ですかね。蛇のようにもう長く駆け抜けていきたい。何を言いたいかわからないってなってしまいましたけれども、2025年もよろしくお願いいたします。実はですね、25年結構割と充実した年になりそうな予感。まだ本決定はしてないんですけども、ちょっとね楽しいことが皆様にとってもかこてつにとってもハッピーなことがあるんじゃないかなって年になりそうな予感がしてるので、来年も一緒に旅していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで皆様、2024年1年間ありがとうございました。何回も同じこと言ってるような気がするけど、良いお年をお迎えください。じゃない、一緒に年越しライブで楽しみましょう。で、壱岐で買ってきた壱岐の花の海ガラス、あれもちょっとお正月に飲みたいなと思ってるので、一緒に新年迎えましょう。それではまた、かこてつでした。バイバイ、ありがとう。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。